ああ、やってるか。聞こえますか？深夜1時半ですけど、世界大会の観戦していきたいと思います。はい。まあ、昨日と同じくちょっと冒頭して一応世界大会の説明をさせていただきます。タニャ、ありがとうございます。簡単に言うと世界大会は、こんな感じでジョージア州のアメリカでやってて、今ね、ちょっと日本代表のボルトが、ちょっと待ってね、ウィンドウ出てね。こんな感じで、世界大会2日目今回見ていきますと。で、世界大会はジョージア州のアメリカでやってて、ボルト負けちゃったんだよね、日本代表の。昨日の7時ぐらいに負けちゃったんだよね。こんばんは、CP もらいに来ました。そう、今日も CP 配布あるんでね。なんでちょっとね、あれなんですけど、今もう世界大会実はもうやっちゃってて、今ね、LG と影ってとこがやってるんですよね。で、こんな感じで世界大会やってますという感じで。あとね、今日俺の配信じゃなくて、コットンモバイルのこの真ん中の上の方から見ると、いろいろと報酬がもらえますっていう感じですね。はい。昨日とは違うね。これ昨日と違うわ。すごい。昨日と違くね？毎日違うんだ。報酬、昨日レーザーバックだったけど、クルーが、女の人ってクルーがなって、これ報酬違うんでね、これ毎回もらわないといけないっぽいですね。多分自分、この同時配信したんで、多分逆にもらえてない可能性あるんですけど、皆さんこっから見ればね、アーカイブ見れば多分もらえると思うんで、ぜひもらってください。CP もらえたんだ。ということでね、世界大会も実はやってるんですよね。やってるんで、もう早速見に行こうかなと思うんですけど、大丈夫ですか？皆さん準備は。準備はっていうか、お前の準備はどうなのよって感じか、むしろ。お前の準備はどうなのよみたいな。特に見るだけだから、特に正直準備なんてないんだけどね。今回の今日のコットポイントのプレゼント、コットポイントね、プレゼントするんですけど、それのタイミングは私が決めるんで、昨日と同じく、引き換えセンターで、待っといてください、欲しい人は。で、見に行きましょうか、早速。今、試合も途中してるんですよね。今、いいとこなんですよ。ルミナシティってこの LG ってところがボルトに勝ったとこっすね。ギリギリ負けちゃったんだよね、ボルト。で、それでやってるんですけど、1試合目この LG が取ったんで、普通に。しかも、ボルトに取られたハーポで普通に圧勝したんで、やっぱボルト強かったんだなっていう感じですね、正直。チャンネル探しは今日はしないと思う。一応トーナメント表的なのね、あるんですけど、今日多分4試合やって終わりな気がするんですよね。どういうことかっていうと、トーナメント表一応持ってきたんですけど、ここ見える？このトーナメント表こんな感じなんですよ。で今ここやってて、多分これやってこれやってこれやって多分終わりな。Day2 はこれで終わりな気がするんだよね。で、ルールがね、BO5 だったはず、Day2 は。なんでちょっと、1試合、1日目は BO3 で2本取ったら勝ちなんだけど、こっから3本取らなきゃ勝ちじゃないはず。こっからは。という感じですね、はい。チャンネル探しとかは今日は楽しなくていいと思います。というのも、前日4つチャンネル公式があって、しかも結構隠れてたんで、全部毎回チャンネル探ししてたっていうノリなんですけど、今日は多分1試合ずつやっていくと思うんで、チャンネル探しはしないと思います。もう 8チームしかないんでね。さすがにね。で、LG、今んとこでも LG あれだね、ギリギリ、もうちょっとで、これ勝ったら6-6で、世界大会のオーバーサーチってなんかオーバータイムってルールがあって、これ無限に続くんですよ。で、これで無限に続くんで、構成感はあるですね。ランクまでもこれ導入してほしいっていう声あるんですけど、ランクまでやったら途中抜きするやついそうで怖いですね。
運営もやっと学んだっていうか、まあ本来正直準決勝からを想定したんだろうね。このね LG だと強いのがね、このワシって人やべえんだよな。ワシって人とテクトニック、テトニックみたいな、テトニックと、まあ、基本やばいんだけど、バンってやつと3人がやばかった。LG はね、ちなみに1回も負けてないっぽいんで、その1回も多分負けてないんで、すごい、北米1位のチームだったんですよね。で、ボルトでマジで惜しかったんだよな、本当に。10時まで行ったけど、マジで惜しかったんだけど、残念ながら日本代表はもう敗退ということでね。そういう感じっすね。いやでもね、昨日あれだったわ、10時終わったけど、速攻寝たんだけど、実はね、4時間ぐらいしか寝れなかったんだよな。やっぱ徹夜明けって全然寝れないんですよね、正直。体はめっちゃ疲れてたけど、不思議っすね。まあ、昼寝はしたけどね。これで、エロいね。これマジでエロくね。いや、これうまっ。今見たやば。バギューって人めっちゃうめえぞ、今の勝ち割り。いや、見た。何がうまいってさ、あれなんだよ。打ち合わないかったんだよね、あんな近距離で。で、味方のちょっと離れてたから、カバー待ったんだよね。あれちょっとうめえわ。ちなみにこれデッサ少ない。サーチなのになんでこれデッサ使ってないのっていう感じなんですけど、なんでこれ震えてるのかな。サーチなのになんでこのデッサ使ってないかっていうと、会場がめっちゃうるさくらしくて、聞こえねえから、どうせ音がどうせ聞こえねえから、で事実上デッサが雑魚パーク雑魚ってかあんま強くないっぽいです。俺たちの世界と同じくのように、SMG だったら、この一回無効化マスクつけた方が音消えてるから強いみたいな感じなんで、マスクですね。ちゃんと動画がアップされて驚きました。あれちょっとすげえ LG 2本連続で勝ってる。いやマジで強いんだよな。こう思うとあれじゃない、 LG って未だに1本捉えたのボルトだけなんじゃね、ギリギリ。ルミナスティ明日は多分箱開封動画になると思うわ。1日目がね、多分一番試合長いんで、今日は多分4試合だから、4試合以上やるんかな。多分4試合だと思うから、あれだと思うね。正直5時ぐらいに終わると思うんで、多分皆さんも今日土曜日、もう日曜なんでね、眠りながら見てください。トライブにもハープ捉えて、トライブにハープ捉えてたんだ。ボルト見た時だから裏でやったんかな。補足ありがとうございます。ほとなし。フォアにその他芸の名前を出すのやめてください。トラップ引っかかったわ。さっき21歳になりました。祝ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。それだけ。21歳か。あんまな。21歳って特になんもないんだよな、正直。俺20歳とかになった時の記憶はあるけど、21歳はないわ。多分大してどうでもよかったんだと思う。20歳はすげえ記憶あるわ。あんま何も変わんなかったけどね。20歳になったからなんか変わっ20歳になるとお酒飲めるようになる。お酒とタバコ飲めるようになるぐらいだから、やっぱちょっと初めてお酒コンビニで買って飲んだよ。ちょっとそれは覚えてるわ。タバコはね買わなかったけどね。今18歳だもんな、成人って。成人18歳っしょ。でも18歳になってなんか変わること、でも酒タバコ飲めないんだよね。あれマジ、いや本当に今の18歳ってかわいそうだよな。かわいそうっていうか、なんかちょっと普通にちょっとかわいそうっていうか、なんか逆になんか18歳になって成人18歳になってさ、できることって本当に変わったのって冗談抜きで契約できる、契約行為ができるようになった行為じゃくらいじゃない。
なんか18歳の成人ってなんかちょっと物悲しいよね。なんかタバコとか酒飲めて、うわ、いいねみたいな。体に悪いこともできるようになったねって感じだけど、クレカの契約できるだけってなんか物悲しさあるよな。皆さんナレーションなんて言ってるんですか？全くわからないから今、試合と試合の途中は雑談で過ごしてます。試合始まったら試合見るんですけど、試合の途中の間は正直本当に何を言ってるか私も理解してないので雑談でごまかしてます。こんばんは。英語ですか？アメリカ語ですか？アメリカ語ですね。なんでかっていうと、おそらくアメリカの大陸でやってるんで。And to get rid of it, you could get rid of it. Yep, absolutely. Or you kind of evaluate, is our worst map also one of their bad maps? So we just take away their best one and then see what happens to kind of flip a coin because they're not unfamiliar to doing that either. So it's going to be tough, I think, just to set yourself up for success against this LG team because of how fluid they are across every map mode combo. It's a terrifying thing, man. 観客か。何時ぐらいなんだろうな。だいたい10時間頃から10時間頃らしいから11時から。18歳から選挙も行きます。あ、そうだね、確かに。選挙もあるか。選挙とかクレカか。それ以外なんかあるんだろう。選挙、クレカ。酒とタバコでもやっぱ欲しいよな。酒とタバコマジで。18歳になってさ、やっぱ酒とタバコしたくね。あ、始まった。LG。いや、ここ負けたんだよね、ボルト。ここでね、ちょっとね、負けちゃったんだよね。ここで LG が勝ったらマジで LG 強かったんだなって感じで、ボルトもまあ強かったんだろうなっていう。まあ、やっぱラダートもあるからね。ちなみにここはね、LG の人はね、ショットガン出し、まあここだけじゃないけど、ショットガン出してくんだよね、ここ。で、この手前の、なんて言うんだろう、ここら辺でひたすらショットガンで暴れるっていうのが戦術。まあコントロールの基本戦術ってマジでリスキルし合うことだから、相手の懐に飛び込んだもん勝ちみたいなとこあるからね。でもアサルトか。まあアサルトはグラウしかいねえんだよな、ほぼ。DRH 使ってる人もいたけどね。マジでほぼでもグラウだ。で、世界大会武器拾うのがクソ早い。この謎の、なんだこの決め手。当たってるしね、怖っ。ボルト今何勝何敗ですか？もう負けちゃいました。2勝3敗で負けちゃったんだよね。3勝すると上がれるんですけど。で、ちなみにこの LG はね、まあ、ボルトに勝ち上がって多分3勝でずっとストレートで勝ち上がってますね。試合自体は。LG バンド。この人マジで強いんだよな。この SMG。この SMG マジで強いんですよ、バンドって人。ちなみに今なんかすげえ平穏な感じ出してるんですけど、割とね、コントロール最初は平穏なんだけど、まあ、途中からなんかもう本当にいかにね、もうオペレータースキル使うかみたいなゲームに変わっていくからね。オペスキで本当戦局変わるんで、最初のラウンドだったらこの12-7でしょ。で、この LG の人が、このバギューって人がさ、リスに入ってってるから、そのリスキルされちゃうんだよね。で、リスキルされちゃってるからで、この数減って負けちゃうっていうね。で、時間減ってるから詰めなきゃいけなくてさらに減るっていう。コントロールこれが難しいんですよね。まあ、これは強いね。パスポート発行できない。できねえのが見せんの逆に。一人じゃ。あ、そうか、結婚とかもあるんか。なるほどね。さて、入れんかな。LG マジで強いね。やっぱなんか、前回優勝チームをなんか引き抜いたらしいから、それは強えわって感じだし。そりゃ強えよなっていう。で、今回逆に、影的にはもうあれだね。なんで影レンダー。この影ってリアクションのプラン。ここもね、強いんだけど、まあ、勝ち上がってきてるし。いや、これなんだよな。
この人の大マシンにボルト壊滅させられてた、確か。この人の、大マシンじゃピューリフォウォーターに。この人のね、ピューリーウォーターにガチで壊滅させられてた。なんかね、本当に6ぐらいのチケット、1人で削られてたから、やべえよ。ピューリーウォーターやべえんだよな、マジで。でも、これ2個上げられてるから、LG2 個上げられてるから、まあ、どっちか一瞬で取ってみたいな戦術もあるし、こうなると拠点取るってのもあるんだよな。このゲームね、削り優先しすぎると意外と取られて負けるんだよね。逆にでも、削りをおろそかにすると、ほら、見た、このピューリーウォーターであれ、相手リスキルしてんだよね。このお互い途中、もうさっき言ったじゃん、オペスキで、この、いかにボコって、あとはリスキル持っていくかっていう。ほんとオペスキゲーなんですよね、コントロールと。ハーポはパスポート本気でパスポートで18まで親同伴だっけ。あ、そうじゃない多分。俺も確かに言われてみれば海外旅行行くとき親同伴だったわ。でもこれはいやこれ 取れんか。いやこっからね、いやでもないね、多分ない、さすがにないと思う。こういう状況でもね、オペスキン持ってたらワンチャンだよね。持ってなさそうだし使わなそうだな。ヒューじゃ無理か。まあこれは11と。あの状況でも結構オペスキ持ってるとね、スタンドオフでね、どこだっけな、どっかのクランがオペスキでね、イコライザーでボコってたから、1号で1側が1号で1側がイコライザーでボコってから、オペスキ最後ブッパーはね、意外と賭けとしてあれなんだよ。そこが難しいんですよね。オペスキっていつ発動するのかみたいなとこ難しいですね。すえこのねこのリスキルショットガンがマジで強いんだよね。この距離も普通に死ぬから。この R90 はね、ほんとね、0か100みたいな銃だから。でも今だから LG 優勢なんだよね。要はここが取れてるから、ここ取られてるともう一生リスキルされるから、これリスキル連呼してお前リスキルしか言うことないんですかって言うけど、コントロールは本当に見た感じやっぱリスキルいかにされないか、リスキルいかにするかみたいな、ここまでみたいなものがこれ上がってくるんじゃないかな。上がってこないか。上がりそうな気するけどね。でも手前にいるからクリアリングしてって感じか。まあでも24と15だからもう圧倒的だから、まあ多少持ってもでも言うてリスキルしたいと思うんだよ。まあ固めてるってあるのがあるね、影側がもう強い。いや多分これ殺しに行くんじゃないかな。もうイコライザーとピューリファイアどっちの方が強いんだろう。どうだろう。見た感じピューリファイアの方がなんか爆発力はある感じがする。でもイコライザーの方が安定して2キルぐらい取ってるけど、でもどっちも同じなのが遠距離から撃たれると殺される普通に大マシンがやっぱちょっと強い気がする。この LG やっぱリスキルの勝利って感じだな。やっぱ手前側の建物取られるとちょっともうきついよな。手前側の建物取れてももうきついって感じ。いかに手前側の建物を捉えないか。ホブ動機は結構、ホブ動機でなんか強いって言ってる人もいるから、多分全然いるっぽいよ、ホブ動機も。でもまあレアっちゃレアっぽい。いるけど。でもここまでここの建物取ってるからどうだろう。今回は影側がリスキル取れるんじゃないですか。リスキルしてるからね。まさにリスキルしてる今。ここで穴井でなんかもうちょっとオペレータースキルだから、まあフリー側だから不利だからもうオペスキでなんとかしてって感じだよね。でもね、手前の建物取れればね、マジでボコれんだよ、こっち側も。
put a pin in how that opening breakoff was, but Luminosity still very much so in the driver's seat. Kagendra still have operators left to be played. It's up to Luminosity. 確かにね、スマホでやってるかタブレットでやってるかって違うからな、割と。この世界大会はスマホ限定っていうか、もうここに書いてある提供されてるスマホでやってるんで、あれだけど。Shuts down Franz Annihilator, only allowing him to get a single kill. Meanwhile, LG, not just the kills impressive, but the focus over towards B continues to be an issue. CP 配布はまだやってない。Gives Kagendra a chance to do some spawn trap in. No, just in the nick of time before that third tick gets captured. Kagendra will reclaim it. 15 plays 13. Banned. After that quick purifier off the get-go, he earned it. 使えないのなんでって。いや、このそうだ、スポンサーがやっぱこの、だからこのスマホしか、このスマホが使われてるって感じ。今日のCP 頑張ってください。これで、いや、どうすんだろう、これ。まあ、拠点はどうだろう、ここまで捉えてからな。でもまあ、5-8ならワンチャンある。4になると一気にきつい。5-7なら、これ無理やり取る、これ一気に取るんじゃねえもん。これ取るぞ、一気に。これこれすごいね。LG ね、前ボルトにこれ逆にやられて取られちゃったんだよね、昨日は確か。逆に LG が取ったっていう。いや、LG 強いんだな。やっぱ強いって当たり前なんだけど、めっちゃ強いな、やっぱ。3-0で。ルミナシティやっぱ強えな、ルミナシティ。いや、強いね、やっぱ。いやボルトマジで、勝ってたらな、本当に。マジでいや、本当にワンチャンあったんだよな、マジで。ワンチャンの塊だったんだけど。CP プレゼントどんな感じなんですか？ CP は先着なんですか？CP プレゼントは、この最初の方で言ってあげましたけど、この引き換えセンターに言うんで、コードを俺が教えるんで、それをね、ここにまあ貼ったり打ってもらって、やってください。UID は自分の UID 打って、まあ、これは、これを打ってください。俺はCOD モバイル引き換えセンターで調べたけど、COD モバイルコムレデプションっていうところにたどり着ければ、全然大丈夫です。はい。CP は先着っすね。先着なんで、俺が行った時に反応できた人の勝ちだな。コードはチャットに貼りますわ。Is these guys on Crossroads are so good at playing around the objective where I feel like in the past teams that have preferred seeing Crossroads like 何 CP 5000 CP 割とでかい。So to see LG be able to capitalize an offensive round by sneaking away the A zone, get the extra 60, and all of a sudden there's a bit of panic and chaos where Kagendra's like, wait a second, they got that, and then, oh, wait a second, they're already on B. That's just real tough to see, I think, if you're facing up against LG because their Crossroads is going to be a staple if they were to find a way to win a championship this weekend. さて、ちなみにこの配信はね、言われてるのは6時半までって言われてるんですよ、実は。6時半までって言われてるんで、6時半まではやります。なんで寝不足って言ってますけど、ワンチャン本当に寝不足になる可能性はあります。ドッキのサンタまた違いますね。和紙ってこんな可愛い顔してるのか。可愛いな。普通に 1000CP5 人とかにして時間差分けてやった方がいいよな。まあ確かにそうかもしれないですけど、そのコードを私は抱いたらいけないんで、今度行ってみます。可愛いな顔。Hell yeah, man. It's a whole science. I think a lot of the fans don't realize how deep you guys get into it. And speaking of deep, you got a deep roster here. Different lineup on the server from stage 4 to stage 5 with Tectonic coming in. 1人しかもらえないですね。Tectonic coming back, it makes the whole game a lot easier. It really does.
なんで本当に早い者勝ちっすね。で前回チャットに打ったけどあれか、俺 Google のとこに打つわ。これ次は Google に打って画像でみんなに見てもらうから、まあそうしたらあれでしょ、チャットに打ったら PC でクソ有利じゃねみたいな、コピー&ペーストしたやつクソ有利だろみたいなあったけど、次早打ち技術、今日は早打ち技術大会にするか画像で見せるんで、それを皆さん見てもらって早打ちで頑張ってください。まあそれでもまあ言うてやっぱキーボードあったらキーボード有利だけど、まあキーボードが絶対的にそれ有利だけど、それはしゃあない。もうそれもう無理。頑張ってください。キーボードのキーボード勢が勝つのはもうしゃあない。寝ます。なんでこういう時に限って学校なんだよ。明日学校あるのやば、部活か。明日日曜だもんね。まあ土曜学校もない、普通はないし、ある学校あるらしいけど。次何時頃とか分かるんですか？次何時頃？いやーね、これもね、わかんない。だいたい試合の間でしょ？割とこれ1試合目だから、今日は分からんのよな。2、30分待たす可能性が、昨日はでも後半の方マジ5分ぐらいしか待ってなかったけどね。もう速攻やったよ。今写真の文字もコピペできる機能になってるけど、結局意味ないね。画像認識さ。まあでもちょっと変えるわ。これ何言ってんだろう。LG がめっちゃ強えなみたいなこと言ってんのかな。マジでこれ字幕とかにしたら聞こえんのかな。字幕利用しよう。字幕利用できねえ。字幕が利用できませんちゃんと、これまたあれじゃん。スタンドポイントゲーミング。これボルトが負けたところだね。当たり前だけど、ボルトが一番試合やってから負けたところめっちゃ出てくるもんな。SPG はね、なんか前やった時は勝ったらしいけど、本戦だと負けちゃったっていう、まあその日の勝負みたいなのがあるよね。複数で CP もらえると思いますよ。なんだそれ。それなんか親切出てんだよね。なんかまあ別にそれだったらいいけど、俺は複数でもらえるんだったら。なんかそんなことある？複数でもらえるって同じコードから。まあ、だったらまあいいんじゃない。それはまあいいんじゃないですか。俺は本当にわからんすわ。今でも土曜授業の学校ってなんかさ、ニュースで見たけどあるらしいよな。なんか土曜授業の学校増えてるみたいな。今の子かわいそうだね。昔に逆戻りじゃん。逆に土曜授業の学校増えてますみたいな。普通にかわいそうってなって、3本指らしいんだ。すごいね。4本なんていらなかったんだよ。実際確かにね、2本指4本指を言うって大事なの2本だからな。私立は基本土曜授業じゃない。そうでもないっしょ。言うて意外と休みなとこ多くない？あれだよね。ミサ系の学校は結構、教会系の学校は意外と多いんだよね。教会系の学校って。それ普通にやっぱ土曜日ちょっと休みだよね。基本。まあ公立で増えてきてるらしい。公立でもなんか特別みたいな。かわいそうってなった。授業があるんでしょうね。授業増えてるらしいよな。めっちゃ大変だ。中国3チームとか生き残ってんのか。どこだ？ SPG と Q9 と、あとボルブも必要だよね。だから3チームか。いや、3分ごとめっちゃめっちゃピンピンにやる予定だったわ。
あれボルブって違うか。ボルブは違うか。あれボルブそうじゃなかった？あ、違う。ボルブ違うか。99は絶対そうだと思うんだけど。99CP がみんなもらうわけじゃないけど、見つくない人もいれば多くもらえる人がいるもかんじゃない。そんなシステムなのコード。なんかこれ全 CP もらえますみたいなこと言われて、これ上げてくださいって言われたんだけど、そう、なんか詳しい仕組みはあんま抱えてなかったんだよな。だったらまあ、とりあえず打ってもらえたら、おめでとうございます。いや、なんか最近めっちゃくれるよね。ミラティブもくれるし。ミラティブはマジでちょっと笑っちゃったけどね。なんか注意書きみたいな。無言配信は絶対許さねえからな、みたいな。そんな無言配信するみたいな。今でも世の中大配信時代って言われてるからな、実は。別に配信者が増え、なんか娯楽でも配信系小説ってのがあるらしいしね。いや、マジであるんだよね、本当に。なんか配信者になる小説みたいなのが流行ってるらしいし、世の中大配信時代だ、今。こんばんは。あと1分後っすね。ミラティブ早く、まあ、みんなグラミシック買いたいだろうしな。絶対グラミシック強いからな。これはちょっと読み上げない方がいいですね。いや、なんで笑ったかはちょっとコメントの流れと田中90の笑いでさせてほしいんだけど、田中90は何も、それについて笑ったかどうかは分かりませんよ。こういうのダメだから、触れてや。よかったじゃん、200CP もらえて。どうなんだろう、なんか分散して渡してんかな。昨日、ドキノさんの CP でいただけ 5000CP でしたよ。何なんだろうね。わかんない。世界大会の、その、報酬が、これなんだけど、これ実はクレジットじゃないってことそんなことはないか。実は CP だったんじゃない？わからん。まあでも 5000CP はとりあえずもんで、早い者勝ちで。始まるね、試合が。でもね、この試合始まってからも言うてあるんですよ、いろいろと。毎回超大国アメリカの姿見せられるから。でも 3-0 で勝ったでしょ。明日は3試合か。いやでも3位決定戦もやるのかな、裏で。まあそしたらさすがに決勝見るけど。ちなみに明日も皆さん1時半なんで明日も1時半なんであれっすね、お願いします。1時半まで。明日はマジで月曜に突入ですけど。Of taking that game of search and destroy. Unfortunately enough, a few mistakes here and there. I feel like specifically Music could have done slightly better to help the squad. Unfortunately, that was not the case, but それが CP だったね。いやから今それをと多分視聴者がいなくなる。昨日のってことか。でも世界大会ルールでランクもやりてえよな。普通にそうすると NA も使いながらやっぱやめてほしいわ。NA も解禁したようで世界大会ルールやろう。月曜学校休みだから。逆に月曜学校休みって珍しくね。創立記念日とかが適当。そんな月曜休みってのも珍しいね。なんでだろう。なんかそれともあれか。なんとかの市とか、県記念日的な。通信制なので。へー。通信制って
月曜休みなんだ。自分で好きに休めるタイミングを決めれるってことかな。わからないけど。それとも学校全体で月曜休みなのかな。通信制。なんかの映画で知ったわ、通信制。大学やろ。まあ大学は全部休みだからあんま関係ない。大学全部休みだから。いやでも待って、でも冗談抜きで、いやまだ休みじゃないか大学生って。大学生はね、多分まあ言って年末年始はそこまで休み長くないんだよな。そこから春からは死ぬほど投げるんだけど、まあ今はまだやってん授業あると思う。昨日月曜の大会だった。なんか羨ましすぎる。休みとは基本日曜しか授業が。ああ、なるほど、なんか登校日的な感じか。羨ましすぎる。でも通信制ってでもその代わりあれでしょ、なんか勉強し、なんかあれじゃん。なんか単位認定厳しいっていうかさ、なんだろう、全日制みたいになんか、まあ行けば実質もらえるよねみたいな感じではないっぽいらしいから。まあやっぱ適正じゃないですか。全日制ってぶっちゃけあれじゃん、なんか行けばもらえるじゃん、ぶっちゃけ投稿すればまあもらえるじゃん。頭いい高校は知らんけど。通信制はなんかやっぱ課題とか出さなきゃいけないから、全日制はまあそこは課題はまあ出さなきゃいけないから、まあブレーコンみたいなのがあるから、あるパターンあるから。最近田中のリスナーの民度上がりました。まあ深夜じゃない、深夜だよ。クルパ企画やってる時はあれだよ、いつも通り。まあ言うてでもそこまで低くない気するけどね、ゴッドモバイルは。これはあれか、SPG と何か。グッドライク、じゃゴッドライク e スポーツか。いやでもやっぱ LG じゃね。ボルトに勝ったし最初に。ボルトに勝ったし LG かな。なんかこのまま LG 勝ってなんか優勝したらなんかボルトも相対的に LG を一番追い詰めたチームみたいな感じで評価上がるんじゃないっていうのを期待してる。ボルトチームって言ったのかな。ここはね、ちょっと待ってね、SPG とゴッドライク。これゴッドライクは見たことねえな。これ見たことねえな。まだ一回も今日で。SPG はね、なんか SPG はね、すごい。でも正直なんか中国3位だとかにと聞いたけど、3位だっけな、なんかコメント欄で聞いたけど、普通に強かったんだよな。で正直一番ボルト相手だと SPG が強く見えたわ。Just to kind of wrap the point here about Standpoint, I was really impressed across the board with all 5 players. I thought that for a moment we were going to get a lot of 自分で一つ一つの科目に行かないといけない回数とか出さないといけないレポートがあるから、それをクリアしてテストで合格すればタイムもらえるけど、自分で勉強しなきゃいけない気がそこはめんどい。なるほどね。especially in the respawns where they had to ice up a lot of really tight hardpoint maps that they were able to eke out over their opponents. So I think they're going to need that here again today. But I was really impressed with the team focus from SPG. 通信制か。通信制と全日制となんかもう一個あった気すんだよな。なんか忘れちゃったけど、意外と高校の仕組みってなんか意外とあったんだよね、名前。違う、でもこの2つだけがでもなんかあった気するんだよね。なんだっけ忘れちゃったけど。夜間だ、そう夜間だ、思い出した。
待って、定時制ってなんだ。定時制が全日制じゃないの？俺、なんかその、いわゆる高校、大多数の。あ、翻訳してくれてる。我们对我的战术与北美战术不一样的话，就会是我们更会偏运营一些。なんか俺たちのチームと西側のやつ違うんじゃねみたいな。ウエスさんっていうか西洋のチーム。ヨーロッパか。全日定時制が夜間か。从 S5到 S6赛季，其实成绩的话一直都是名在第3，没有说更好的进步吧。ウルブス出てる。今日出る。この後、次の試合かな。次の次だから。多分今日ラストですね。多分1時間後ぐらいじゃないですか。この BGM なんだ。アジアっぽい BGM なんだ。この謎のアジア要素。アジアってなんかこんな感じの BGM 想定されてるの基本。なんかアジアっぽいっていうなんかわかるアジアのなんかアジアのなんかわかるアジアっぽい BGM ってなんか考えられてるね。アメリカ人が考えるアジアっぽい BGM ってあんな感じだよね。わかるなんか今のさこのちょっとこれめっちゃアジアっぽくね。いやアラブっぽいかちょっと。いやここめっちゃなんかアジア風味感じね。なんかこれ背景になんかさなんか中国の昔の王朝のなんか泥沼劇みたいなみたいあるじゃん。なんか日本でいう大奥みたいなそれのなんか中国ドラマとして出てきてもおかしくないの BGM で。こんばんは。これインドのチームなんかな。違うかな。これインドのチームなんかな。なんかインドっぽくね。Can they provide to the world, and I'm really intrigued as how they will strategize on this best of 5 because that's going to be a key part in order to see them actually have a shot against their SPG or SPG to repeat themselves like yesterday where they just これ初めて見るなマジで。今日は今日って昨日含めて。あ、グレタマ来てくれた。グレタマってのはめっちゃ詳しいんですこの人。ありがとう。ガレナのシンガポール、マレーシアあたりですね。細かくわかりません。ただシンガポール、マレーシアってことか。ガレーナって結構なんか範囲でけえもんな。ベトナムもそうだし。いや、ベトナムはガレーナだけど、ベトナムバージョンって特殊なバージョンらしい説あるんだよな。あ、いいのなんだ。なんかすごいこれ、俺も聞いてみればインドっぽい。インドって言えばなんか映画、なんかちょっと前に流行ったもんな。インド映画で。名前言っていいのか分かんないけど。別に競合でしないからいいか。インド映画流行ってるもんな。これインドの BGM か。I just turned 18. I feel like there's a lot of pressure coming from the last World Cup because we did not perform that well. This year we have practiced a lot. We have いややっぱ喋れんだ英語すげえ。It's definitely a tough job becauseこれ英語だよね多分。英語じゃないから英語かどうか。それともヒンドゥー語なんかな。実はこれヒンドゥー語説ある。なんかでも外国語っていう時点くくりで聞こえてないからヒンドゥー語か英語の違いがよくわからん。いやこれビエゴっぽいんだよなでも。I like 英語だな普通に。やっと俺のわかる英単語を言ってくれたわ。
インドの人勝ったら踊りそう。でもなんかやっぱインドでは踊りがなんか見たよ。なんでインド映画で踊るのかみたいなやつ見たんだけど、踊りでなんか表現するってのがその全然あるらしい。なんか日本でいうさ、日本映画でいうなんだろう、日本のさアニメとかでいうとあれだよ、なんかなんかなんだろう、日本のなんか日本特有のなんかやけに婉曲的に表現するとなんだろうな、難しいな。日本映画だと絶対恋愛挟むみたいな日本映画だと絶対恋愛挟むみたいな、もう無理やりでもどの作品でもおいこらって感じで恋愛挟むんですよ。それと同じじゃない？日本人が恋愛好きなようにインドの人もやっぱり恋愛を通じて、要素を通じてなんかそういういろいろ語りたがるけど、日本人はインドの人はその踊りとかで自分を表現するのがいいんじゃないですか。とりあえずなんか踊りで表現するみたいな記事で。でも今はでも言うとそんなそこまで踊りをなんか昔ほど重視されてないらしいね。なんかそれもちょっと似てるよね。なんか昔日本の作品も結構無理やり恋愛ぶち込んできたけど、今だと別に恋愛要素ない作品も全然あるし、そういうもんなんじゃないですか。なんか昔ほど全然ダンスその言うと踊らないっていう。Like it was takeoff while on the side of SPG was on the map of Arsenal. They did really solid, and I feel like that's going to be important as we begin to see the overall series and map win-lose ratio. グッドライクはインドで1強ぐらいに強さです。Beat a dead horse if you need to. The only map standpoint lost were to other Chinese teams. They beat up on everybody else. すごいね、これマップの勝ち筋、ハードポイント、ほぼすごいね、サーチ&デストロイで、これどっちかが SPG 負け、すごいね、サーチで SPG1 回も負けてないんだ。4-0 ってやばくね。1回も負けてない。どっちもまあ、やっぱ勝ち上がったチームだから勝率はいいけど、すごいね、4-0 ってのは。やっぱクソ強かったんだな、サージ。サージね、確か SPG チュニジアだった気がする、対馬だった気がするけど、クソ強かったもんな、確かね。このゲーム、大会全然ゲームが映らんな。まあ、試合間の間隔が長いからね。ハシエンダ。ハシエンダスタートで意外と珍しいね。ハシエンダ、サーチ&デストロイ、サミ、3マップエレイとか。どこバンされてる。They did play a lot of firing range yesterday, and they looked really good on it. So for a team in China that you expect to be really good, 見た感じ1マップ目昨日はすごいテイクオフ多かったんだけどな。でもテイクオフバンされちゃった。走んだ全マップで一番くらいのポイントご了承マップなんだって。この人めっちゃ詳しいから。めっちゃ一人背でかい人いる。グラウとフェネック以外で活躍してる時あります？ R90 じゃないですかね。あと、まあ、ローカスはめっちゃ活躍してるよ。ローカスは R90 じゃない。ローカスはぶっちゃけグラウ、フェネック並みに活躍してるサーチだと。でもまあやっぱ、あとスイブレも意外といる。スイブレもガチで意外といる。でもやっぱ強いのはグラウかな。ポルトはテイクオフ SNG3 枚いましたね。スイブレも多いし全然。でもやっぱ中国のチームはフェネックが多い気がする。なんか中国のチームマジでフェネック3とかあったからフェネックって感じ。逆になんかヨーロッパとかラテンアメリカのチームとかはなんかあれを出してるよね。 R90。まあボルトも出したけど R90 サミットだと。でも結構ね、ヨーロッパとかなんかアメリカのチームとか R90 信用してるよね。クロスネードストライクでも出したし、サミットでも出したし、なんか他でもなんか出した気すんだよね。どこだか忘れちゃったけど、なんか意外なところでレンジだっけな。レンジでは出してないか。
どっから出したんだよな。ボルトは今日もうないって明日もないですね。プロは117いないね。117は結局のところあれ強いんだけど、なんて言うんだろうな、使いやすいって意味での強いであって、別に性能的にはそこまでめっちゃ強いわけじゃないんだよね。ぶっちゃけると反動制御が強いみたいな感じなんだよ、単純に言うと。しやすいからいいんだけどやって、キルタイムを入れると言うて大したことないっていうのはあれだけど、最強武器になると劣るからね。逆に DRH 一人使ってる人いたから、やっぱキルタイム重視なんだよね、プロは。DRH のなんかメルトダウンですか。あ、そうそう、メルトダウンか。メルトダウンかな使ってて、俺なんかそこかな、なんかそんな気がする。なんか驚いたよね。メルトダウン使うんすかみたいな。まあ、グラウがやっぱ正直今の環境は117、まあちょっとこれの前はなんか大会見れば LK 多かったけど、今は正直グラウが頭1個抜けてグラウが相対的になんかやっぱ頭1個抜けててもグラウ一択みたいな雰囲気になってるから、ここで他武器出すのは117みたいな武器を出すのはちょっと難しいと思う。なんかちょっと万能で強いみたいな。なんか DRH とかみたいになんか DRH みたいになんかこれクソ強い場面ありますよみたいな武器を出すんだったらなんかあると思うんだけどね。でもやっぱそうなる万能に強い武器のグラウが一番今強くなっちゃってるね。SM と SR、AR は総合的には AR の方が強いのかな。いや多分どうだろう。モードによるんじゃない。狭いマップだったら SMG3 人でフェネックなんだっけ、サーチだっけ、なんかのサーチでフェネックローカスってのもあったしな。フェネック S 中国のチームだった気がするけど、だから AR 割とチームの立ち回りじゃないかな。方針によるよね。なんかいらなくね AR ってチームもいるし、逆にグラウ、まあ、いるチームも全然いるし、結構チームのカラー出ると思う。何を選ぶかはマップ、まあモードにもいるけど、まあハーポは基本絶対 SR は出さないとね。コントロールは出すチームあるね、SR。117はランダムリコイルはスマホではあまり使えません。あ、そういう理由なんだ。それは知らんかった。まあでもタブレットでもあれじゃないの、タブレットでも基本的に117、まあ真面目にやるとそんな使わない気する。どこで開催してますか。アメリカのジョージア州アトランタらしい。次は東京でやってほしいけどね。東京良くないか。東京のあそこでやろうよ。幕張メッセとか。高いか。どうなんだろう。まあ円安だから多分来年でしょ。やるとしても、やると絶対やるんだから、まあ1ドル150、160突破してるからもっと安くなるじゃない。実質的に適当な感想。幕張は千葉ですよ。あれはでもそうか、千葉か。東京とも一致してないもんね。あれは幕張ですね。まあ、でも実質東京感はあるくね。行ったことあるけどね、幕張メッセ。言うて東京、東京経由する人は絶対。東京駅から行くよね。Did you ever get to a point where it's like the train gets off the rails, but you didn't finish the roller coaster, so like it just launches and just goes everywhere? That's me when I get extra time to fill on map picks. It's like, yeah, it's going really nicely, but then we get over the loop-de-loop, and there's nowhere for the car to go, so it just explodes everywhere. You start with a what if, exactly. and what if, and there's no stop. There's no stop from there. この大会って視聴率いいのかな。わからん。運営しか。まあいろんな人が配信してるから総合すれや感じなんじゃない。とりあえず見てほしいって思ってるのは事実だろうね。なんかあれだけどね、あれ欲しいわ。なんか観戦機能。
No, no, no. I thought she did. I was like surprised because あれ欲しいっすね。なんか観戦機能でさ、毎回思うのがさ、アタッチメント見せてほしいよね、正直。それあったらいい。なんか、 you wanna go right now? この大会終わってさ、勝ったチームの武器のアタッチメントを、なんかその、ホットモバイルのさ、例えば、こことかで見せてほしくない？この推奨アタッチメントで普通にそれよくない？勝ったチームの全部パッてのせんの。世界大会で使われたカスタマイズみたいな感じで載せてほしいよね、一覧。そしたらだってさ、楽。そしたらいいじゃん。なんか、ああ、いろんな強いカスタムこれなんだなっていう。観戦が、そうそう。あ、そうなんだ。初めてした観戦画面の武器の下のコードで。でもまあ見せてくれないもんな。あ、本当だ。1CA。あ、これで見れるんだ。待って、そんなにそれ。何？それだけ機能あったの？俺マジで知らんかったんだけど。あざ。そんな機能あったん？天才か君は。マジで知らんかった。このナンバーってそのためにあったんだ。動画のネタできちゃったね。後で調べてやるわ。中継戻ってね。青パークは、あれなんですよね。デッサが弱いっていうか、なんて言うんだろう。会場だと音声が、めっちゃ、完成度が聞こえて、聞こえなくなるらしくて、足音がそもそも。だから、まあ、じゃあ、デッサじゃなくていいんじゃねみたいな感じで、つけてる。なんだっけ、タクティカルマスクじゃないけど、一回無効化できるやつ。エクスプレスサーチでローカスにフェネに R90。ローカスにフェネに R90 に。なんか、一つじゃね、多分ローカス1かな。ローカス1フェネに R90。ローカスにフェネには R90 なのかな。意外と AR はなんかいらないっぽい場面あるよね。どこまでいったらエイム時間がね。何したら CP もらえるんですか？俺がコード打った時に、即座に入力できる能力があったらもらえます。だから早い者勝ちですね。この謎 BGM。いや、これ初めてしたコードで。でもこの人たちが変えちゃったらダメだから早めに打たなきゃいけないのか。変えないでね。でも。いけるんかな。運営がくれた。事実上、運営がやれば無限に CP 発行できるからな。当たり前だけど。GLTSP でこれ試合の間に1時間半あるってことは、まあ最長ってことか。普通にやればいいのにな。機械ミスがあったらもうダメってことかな。ランカスカラコがライトウェイトなんだな。なんかそれはチームプレーだとライトウェイトの方が強いって言ってたよ。教えてくれた。スカルカはまあ単独プレイ。まあランクまで強い武器とやっぱ使いたいクラン戦とかで強い武器は違うと思う。まあこの端末が1個前のデータってのも置いといてもやっぱクラン戦だとちょっとやっぱ自分一人で頑張んないといけないからね。味方を頼りにできねえ。味方を頼りにできねえから。自分一人で頑張るしかないから。
ミラティブの1万っていつもね、それはミラティブに聞いてください。俺はミラティブではないので分かりませんね。本当に。逆に俺が答えれたらさ、怖くない？お前何なんだよ、ミラティブのって。役員かってなるわ。逆に役員知らんだろうな。まあなんか、パッと見たときは12月の中旬、12月でなんか渡すみたいな。12月には来るんじゃないですか。普通に考えれば。噂があるんだ。カバーし、それはあると思う。てか、早く移動しないと負けるからね。結構瞬時にダダダッと走ってカバーしに行くみたいな時あるからね。クリスマスか。Alright, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Series. See a few more minutes. We got everything all figured out. Our players are ready to go. If you're just joining us, we are in match number 2. クリスマスはね、どうしようかな。Call of Duty Mobile World Championship Competition. ケーキ買うかどうか問題。買わねえか。We've got the trophy and we have the prize pool on the line. クリスマス配信するんだったら買うか。On their journey to those grand finals. Right now, both these squads fighting to make sure they 始まりそう。one of those teams saw those fist bumps come through. Looks like they're getting ready. I'm pumped for it. Again, this is a very tight series, I think, in terms of how the maps played out. A lot riding on the line with a single nation bracket and $1 million still waiting これ始まり for そう you ですね。 by the end of it. We've got number 始まっ 3 た。 shot on Standpoint Gaming versus SPG はね、水1ってやつがね、マジで、水1って人がマジで強い。SMG だと思うんだけど。あれ？あ、違うか。このタイムって人ね、さ、スナイパーも使ったと思うんだよ。ハーパーは違うけど。この水1マジで強かったんだよな、昨日。昨日 SMG でマジでやばかったよね。これがインドでもうマジで一番強いらしい。今あれだね、スマホでやっぱ追いつけないってあるんだな、プロでも。でこれあれだね、今グッドライクっていう、ゴッドライクか。これゴッドライクってチームが取ってるから、これなんかすごいポイントで戦うマップらしいから。もう確かにここ取らなきゃ結構取りに行かなきゃ取れないよな。周りを倒してじゃなくて次ポイってる SPG 次ポイってでもグッドライクもいってんのか。でもやっぱ水1強いな。キル取ってるもんな。これどうするんだろう。これ正面突破か。でも後ろもちゃんといってんだな。グッドライクゴッドライクマジゴッドライクグッドライクって言ってたけど、レジェンドサイトにレッドドッターね、みんなつけてる人意外といるよ。グラウンドつけてる人いるからね。いやゴッドライク強くね強くゴッドライクなんか強いな、打ち合い。いや強い、カバー早いなこのチーム。SPG はボルトが負けたチームなんだけど、こんな強いのがゴッドライク。さすがインドの強さがある。これ回るんかな。もう次ポいってんね。で1人残して SPG も行って、まあでもあれだよな、人数的にはあっちの方が有利よな。いやうまっ長弾もうめえな。これきついな。でもグラウこれはあれだね。うめえ。これ穴見せろ、穴見せろ。一番見せどころだと穴の。いやでも2人か。でも1人しか持ってってないんだから、結構穴相手にしたらいいんじゃないの SPG。マジでグラウとフェニックしかいない。スイブレもは1人いるけどね。2人か。
フェネックマジでさむずいんだけどな。これ杉京言ってんじゃね。ゴッドライクは言ってるね。 GL はゴッドライク早いね動くの。もうここ取ってるもんな。いやこんゴッドライク強くやばくない？なんでこんななんかすげえ圧倒してねえか。結構50差作ってでもまあハープはね昨日見たけど結構50差とかでも結構逆転したりするんだけど、まあでもオペスキ使ってるからこれ2個使ってるから逆にこれ取り返されたら SPG 側が有利な取り返せたら SPG 側が有利になるんじゃないかな。これやっていやこれマジでハープ展開早いな。睡眠はちゃんと取れましたか？4時間ぐらい取れましたね。なんか体が起きちゃって勝手に。ゴッドライク強えマジで。ゴッドライクガチで強え。これやって次もう戻ってきちゃったからね。ここの拠点やっぱあれだよね、ひたすら取り続けなきゃいけなくて上ばっかいると下取れないでって感じなんだろうな。別に下上取らなくても下最悪回り込まなきゃ取れるからな。これいいね SPG 全部刺したか。この人強えな。でも水温やばかったんだけどな昨日。ぬるっと取り返されてる。マジでグラ多いね。グラウだらけまである。この大会見たらマジでグラウ以外アサルト選択肢ねえんじゃねみたいな。ここまでなんかあれだけどね、アサルト一択環境って意外と珍しい気がする。ゴッドライクあれだね、毎回動くの早いな。回転早くねゴッドライク。打ち合いは SPG も全然負けないんだけどローテーション、そうローテーション早い。いやーない。逃げるのうめえぞ。でも完璧に殺したな。これきついね。でも SPG まあここで負けても次サーチ得意らしいからオペスキの使い方うまいっすねゴッドライク。毎回オペスキちゃんと 2,3 人殺して死んでってるようなね。お疲れ様です。結局のとこあれなんだよね。これ本当にオペスキをうまく運用した側の勝ちだから。オペスキ運用しない、うまく打ち合い運用しないと打ち合い最初の勝っちゃ負けんだよな。で結構最後の方でも来るわね意外と。早いね、もう取ってるもんなゴッドライク。やっぱローテンションのスピードが命ということか。いやこのイコライザー刺さるぞ多分。このイコライザーいやマジでオペスキの運用うめえな。ちゃんと毎回刺さってる。あでもいやでもちゃんとオペスキで返してるもんな。でもこれ取り返したんじゃない？でも SP ゴッドライクオペスキに3個使ったから結構まあでも SP でも入ってるからな。こっからきついね。やっぱ200乗られるともう一本も落としたらもう負けですよ感出てるから。やっぱ今のところはやっぱちょっとオペスキうまく使えてるゴッドライクが勝ってるよね。多分金ス意外と強いよ。ボクシングマシンでめっちゃ殴ってる人いるからね。
いや、なんかローテンション早いな、ゴッドライクマジで。ローテンションの鬼じゃないですか。でオペスキ多分みんな使ってるから、お互いここ普通の純粋な打ち合いになっちゃうんじゃない。で打ち合いになるとやっぱ点取ってる側が基本有利だけど。お、入った。あれ体力ミリによく入ったな。2個入ったから取り返せると。これマジで乗ることガチで大事だもん。お、入った。でもこれあれじゃない、オペスキあんま使えなかったからちょっと流れ変わるかもね。オペスキあんまねうまく使えないと結構やられたりする。結構ね流れ変わったりするからね。水ブレの人いるの嬉しい。ちょっと少ないもんね。まあ、水ブレやっぱ近距離が、強いんだけど、フェネックに比べたらね。戻ったかこれ。こっからね意外と焦るとね、焦ると負けんだよね。でもオペスキ溜まって、あ、もう溜まってるもんな。これちょっときついかもな。オペスキぶっ破されたら。オペスキぶっ破できなかった。結構アナイ無駄打ちさせたのでかいんじゃない。アナイ世界大会だとね、意外となんか、ランクマだとアナイもアナイ一択みたいなのがあるけど、意外と世界大会だとね、輝くのはイコーライザーとピューリーウォーターと、あとウォーマシンかな。ウォーマシンがマジで強い。これどうすんだろう。そうなんだよな。負けてる側、この残り、これ19とかでも一瞬でも取れるときついんだよな。ローテンションでも初めて SPG 側が早くローテンしてからこれで取り切れたらちょっと違うぞ。一回取り切れたら全然違う。取り切るのは無理にしても全然あるぞ。全然あるぞ普通に。オペスキうまく使えれば全然ある。これオペスキうまく使えてるからワンチャンあるんじゃない。ローテンションするにはちょっと時間がね、これオペスキとでも取り切るでしょ。じゃあ次のあれだよね、ゴッドライク側のオペスキが溜まってたらマジでちょっときついけど。マジで次はすげえ大事。次勝てたら結構 SPG 勝てるかもしれない。オペスキをちょっとめっちゃ入ったから本当それ次第だ。ピュリファイルかピューリーウォーターの人が多いもん理由があるかな。多分あんまし変わんないから、多分見た目じゃね分からんけど、なんか理由あるんかな。ここにここ取れたら全然違うぞ。あ、でもオペスキ吐かしたより殺したね。これ全然取れるぞ。ワンチャンあるぞこれ。これやべえぞ。これやべえぞ。オペスキ次溜まるから逆に。いやマジか。ここでやばい。でもいやーマジでここで正面すごい。最後オペスキじゃないんか。すごいな。惜しかったな今 SPG マジで。オペスキうまかったんだけどな。最後の最後でなんかあれだったね。インドのチームのなんか火力でなんか正面1点突破火力で負けたな。いやー今のSPG ワンチャンあったな。ボルトの相手だと一番 SPG が正直強かったんだよな。
いやーでも負けたけどよく逆転したよな、あそこまで。ちなみに今日お腹減った時の対策のために皆さん、俺米2合炊いてきたわ。だからね、炊飯器近くに置いてるんです今日。だから米ちょっと配信の途中で俺炊飯器の米食い出したらすいません。2、3時間経ったら栄養補給のために。この大会って何時まで運営から言われてるのは6時半までだけど。2016年にも、違う、キルレか。ビビった。2016年に生まれたって、若すぎねと思ったけど、さすがに違った。一瞬ビビった。なんか、後ろになんか、KD 書いてあるからさ、KD がなんか一瞬なんか、生まれた年書いてあるのかなと思ってさ、2016年さすがに若すぎねってなった。7歳ってやばくねみたいな。これはないよな。おかずなんてねえよ。ご飯一筋で。いやこれあれだからね、その公式配信だからさ、やっぱちょっとロゴとかあるとまずいから、お米単品で。あとハンバーグがある。ハンバーグ、湯煎してハンバーグがね、湯煎するハンバーグがあるんですよ。めっちゃ美味しいんだけど、湯煎しなきゃいけないっていうね。今日はこれでいいや。君のおかずは絶対違う意味のおかずなんだよな。その妥協シーンか。この目の銘柄に言ったら公式は怒られる。まあ多分ないんじゃない、お米の名前言っても。まあアメリカの企業だからやっぱお米ってなんだよジャパニーズ、こっちはパンだぜ、お米ってなんだよってさすがにないか。さすがにあっちも言うてキューバの方とか普通にお米あるから、普通に主食らしいから、お米の存在を認知してる。別にパンの方がやばそうだな。だって日本の米ってあれだよね。日本の人が好きな米って日本人以外作ってないらしいからね、実はあれ。海外の米って全然違うらしいもんね、味ね。ジャポニカ米ってらしいね、日本のやつ。今年はね、でもちょっと米がね、なんかあんまうまく取れなかったらしいけどね、寒いから。なんか暖かすぎたんだけど、いや、寒すぎてうまく取れなかったらしいけどね。お米屋さんで聞いたわ。なんか、ちょっとお米が取れねえって泣いてたよ。お米屋さんが泣いてた。お米取れねえなーって涙を流してたよ。そうだよね、お米ってさ、なんか寒いから取れないって話を聞いたときにさ、初めて米ってそうだ、植物だったんだなと思った。なんか俺らがさ見る米ってさ、もう食べ物として加工されたお米じゃん。あとはもう研いでさチーンスでいいだけだけど、そうだよね。農家の人は米取ってるから、それは作物だから寒いから取れねえんだろうなみたいな。品種改良ばかりだからね。そうお米めっちゃ品種改良されてるらしいな。切り身泳ぎ現象。切り身それはマジでも米はマジで悪くない？米ってなんかさ、植物って感じマジでしなくない？一番米ってさ、多分魚よりかちょっとなくない？感じが。魚ってさ、毎回食うわけじゃないじゃん、正直。毎日食うわけじゃないけど、米って毎日食うからさ、逆になんか魚より米の方がさ、なんか浮くわ。米ってみんな毎日食うよね。米主食じゃない人っている？パン入るらしいけど、俺米大好きだからね。米って感じで。今パン派が増えてきてるみたいな聞いたけど、パンも美味しいんですけどね。でも米の方がやっぱ俺好きだわ。パン派いるよね。
パンはね、いや、やっぱでも米かな。パンも美味しいんだけどね、なんかパンはおやつって感じだわ。ご飯派だな。むしろ、わあ、難しいな。パンの方がいいもの。米食わないと力が入らない。喧嘩が始まる。いや、米派とパン派だと米派の方が絶対強いぞ、やっぱ。まあ、ご飯の方がやっぱさ、多分海外に住んでたら多分違うと思うんだけど、まず状況が。日本に住んでると米の方が、組み合わせ無限大なん気がする。パンってさ、なんかさ、種類少なくね。なんか、パン種類っていうか、なんかなんかいろいろ店に行かないと、パン屋さんに行かないとなんかいろんなパン食べれないけど、なんか主食、なんかおやつ的なパンは食べれるよ。コンビニとかでもスーパーでも。でもなんかパン、なんか主食のパンって感じのパンはパン屋さんに行かないと買えなくない？ロッキノさんとポンタさんが武器弱点か語ってる時に田中さん米談義しててきた。いやだってさ、もう昨日10時間邁進したからさ、俺もう武器の話とかめっちゃしたもん。昨日10時間邁進したからさ、俺が一番武器の話もし尽くしたんだよな、割と10番途中でパン弱体化、なんか武器の話してほしく、武器弱体化、何弱体化してほしいかとか。まあこれを見る限りグラウ弱体化した方がいいんじゃない？まあグラウ弱体化する、まあグラウ弱体化、まあでもグラウ弱体化しても LK24 に戻るだけであんま多様性は生まれない気するけどね。まあ弱くしすぎるとでも SMG がな暴れるし、まあでもフェネックはもうそろそろご退場願ってもいいんじゃねって正直思うけどね。フェネックそのままでいい。そう、もうフェネックいいわって感じするけどね。CX9 もいるしさ、フェネックもういいんじゃねって感じがする。スナイパーはあのままでいいでしょ。これスナイパー弱体化論はね、もう消したわ。正直スナイパーもういい、弱くなくなって。ムカつくし、殺されるためにうぜえなと思うけど、思うんだけども、もう今のスナイパーはいいよ、別に。なんかそんなマジで、ハーポで絶対今日出てこないし、ほとんど。シールスだけじゃね？シールスとサーチだけじゃん。まあサーチ、まあそれだったらいいんじゃないですか。逆にどのモードでもいるグラウとかフェネックとかのをやるべきだよね。もういいと思うんだよな、スナイパーは弱体化しなくても。さすがにもういなくなっちゃうよ。違う、なんかやっぱサーチとか見てる思うけどね、やっぱスナイパーがやっぱこの試合見てておもろいんだよな、多少強くないと。やっぱスナイパーで無双するのが入るよね。ムカつくけどね、殺されると。NA 強化はしてほしいけど、確かにね。NA 強化はマジでしてほしい。それか CX9 強化もしてほしいけどね。まあでもフェネックがいいところはあれなんだよな。リコイルコントロールがまあまあむずい割に強いっていうのは結構いいところなんだよね、実は。まあそう思うとフェネック弱体化しなくていいか。なんかリコイルコントロール難しくない割に強い武器は弱体化してもいいかなと思う。Wake up, Atlanta. We're getting hot and ready to go. Godlike versus Standpoint Gaming, and it will be offense first and foremost. We're the side of Standpoint, and they're going to go to a wide open B site. No one home at all.
SPG サーチ1回も負けてもらえるらしいかな。早ビースも設置してる。SPG 確か攻め早いんだよ。スナイパーが残ってるからウッドライク側がちょっとワンピックするのがワンピックされたらきついよね。結構今やられたらきついね。あでも2-2か。設置できてねえんだあれ。知ってると思ったわ。知ってると思った。全くしなかったわ。なんで今設置しなかったんだろう。俺知ってると思ったわ設置。昔の MSMC はそうだね。タウネ過ぎては割としやすい。でも S フェニックス使いづらくね。スイブレが最強になったらなんか逆になんかなって感じがするけどね。フェニックス強いってのはまあいいと思う。難しい割に多少スイブレが強くなるときついわ。設置フェイクか。もうしたと思ったらもういないし。すごいね。グッドライクはもうあれなんだね。もう A 固めて、もう B は開けますと取り返していいですよみたいな感じで。逆に SPG 側はもう A いかんは B みたいな感じだね。なんか中盤強いよな SPG。結構いや SPG じゃねえか。ゴッドライク側ね中盤あれなんだよな。打ち合い強いっていうか。SPG 側が結構とつってきてそれを枯れてんだよね。あここで見逃すってでもなんか難しいよな。でも時間稼げたんじゃない。なんで打ち合い強い。時間間に合うかこれ。これギリ間に合うのか。6秒ってギリか。間に合うか普通に。ギリだな。これむずいね。ゴッドライクマジで強いな。これマジでむずいのが映画は5人いて B 側攻め自体は成功してんだけど取り返されてやられてるから今度はエース。でも今度待つ作戦に変えた。さっさと行くんじゃなくてちょっとゆっくり見に行くね。逆にすごいね。ゴッドライクはもうA と B 固めて5人作戦なんだ。First 20 seconds already kind of gone. Standpoint just feeling things out again, but here comes Godlike. 3-man push through jungle, and their timing may be exquisite. No one's looking for this at all. That could begin to be problematic for SPG as they have now got themselves pretty much surrounded on many. これはこのスナイパーが1キル取ってるのか毎回。これ設置までいけるんだよね。それで毎回解除されてんだよな。取り返これいやーなんなんこの取り返し力がえぐいな。取り返しうわーこれなんか取り返し力やばくね。 SPG の SPG の取り返し力えぐくない。なんか毎回取り返してるよね。エンジンはどうしても防衛が強くないってでもにしても強いよな。ゴッドライク側これはきついね。でも初めてちょっと優位じゃない。早っ。ここら辺で1本取っときたいよな。これまた A 勝ち合うんじゃね。勝ち合うんじゃね。取れます。でもこれ初めてかけないで設置できるんじゃね。
水温マジで強いんだよな。これ初めてもかけない。ああ、でもかける。削られる。いや、まあ。これ、まあさすがに取り返せないか。これ取り返せない。って感じだったけど。まあ4-1、もう1本取れたらいいね。あんま今日これねないと思うよ、下打ち。なんでかっていうと、中国とインドだから、まああんま、でも知り合いいたらやるんじゃない？知り合いいたらやると思う。仲良かったり、知り合いいたり、知り合いいないとやんねえんだよ、普通に。意外と。仲いいとやるよ。仲の良さが大体分かる。下打ちすると仲いいんだよね。知り合いなんだろうな。この1本結構重要っすね。うま。グレネルうま。どっちも早いんだよな、動きが。With smoke covering, they can make their way over. Keep your eye on Trunks, number 3 in blue. He gets in towards trailer. Does he want to try to contest this plant? No. Will instead hold his ground. Wait for help to come through. トロフィー禁止にしたらやばそうだけどね。The two that need to try to supply some reinforcement. And they're still waiting to see if anyone's lurking behind this play. But the post plant for SPG again is deep. でも時間かけて、これ相当 SPG が有利だぞ。20何秒って取り返すの難しいかなと思ったけど。マジか。いや、これ、いや、中の人、この人がどううまく逃げ切るかだぞ。いやー、難しいな、その。今、鳴らしたのがな、マジでうまいな、この人のレーンって人が。鳴らしたのマジでうまいな。鳴らしたことによってさ、今ちょっと、なんか逃げつつの、まあちょっと逃げきれないよな。人数振り側で鳴らしたらもしかしたら、まあ、めっちゃ近づいてきて可能性があったし、さっきさ、同じタッチシチュエーションでやられちゃったからな、解除が。その失敗があるってなるとちょっときついよな、今の。で、うちはノリらしいよ。ノリだっぽいよね。早い。カバーの試合で勝ってくる。Retake on the way for SPG. They're trying to move quickly, but there's just not a lot of space for them to maneuver around at all. Even though a one shot lands for time, he's the last player left. 強いね。この速攻設置。いや、これ。いや、今のさ、トランク、まあ当たり前なんだけどさ、やっぱプロって一つ一つの動きうまいね。なんかその、ちょっとさ、逃げてさ、打ち合ってカバーさせるっていうの味方に。あれ、これ見た後ランクはちょっとやったんだけどさ、カバー来なくてイラついたもん。これやった後ランクやるとマジでカバー来なくてイラくるんだよな。横のやつ何どこ見とるんじゃみたいな。一回止まったからね。スナイパー残ってるでしょ。スナイパー残ってるか分かんないな。うめえ。1-3はね、結構絶望的ですね。でもスナイパーが相手だから固まりたいね。カバーでね。うめえな。ちゃんと固まって一気に出てるよな。コントロールはなんかお互いあんまやってないっぽくてわからんよね。でも B 止まっちゃったから多分負けると、さすがにきついんじゃないか。いやマジか。いやスナイパーやっぱやべえな。上手い人のスナイパーやばくね。嘘でしょ、あれ突破できんの。ちょっと止まって突破できんのやばいな、マジで。火力高すぎでし今の。でもやばくなかった。ちょっと止まってさ、サイブキはボクシンググローブ多いね。今のやばかったよね。スナイパーやばかった今の。見た？ちょっと止まったんだよあれ。止まったらもう無理かなと思ったけど。
あ、3、それでも突破できたよっていう。強くね。一番音ですが出ないから。すごいわ。out of going flawless in map counts in that particular region. And then yesterday, you know, the results are a little bit all over the place. They have a couple of good インドチーム強かったね。CP 配布いつですか？俺が決めます。もし、まあこの後適時のタイミングでやります。Was enough for them to say, okay, we can square up against these on firing range, but that decision, if it was a conscious one, is starting to come back and bite them really hard because that was 一番音が出ない。確かにボクシングのやつが一番音出ないから、なるほどね。シュッと音だけだもんね。すごいね。これでもしゴッドライクが勝ったら 3-0 で毎回準決勝勝ってるっていう、なんかすごい準決勝になってる。超高速で終わる準決勝大会みたいになってる。見てくれ、水湾見てくれ。水湾のこのいいね、刀武将要素。インドチーム強えな。It's just there's so many reactions that you can have about this. First and foremost is the kind of the mystery. これ負けたら終わりだからな。What Godlike was able to do in India, being perfect. Coming through yesterday, there were still these mixed bag results where it's just like we don't know if all of that pre-hype buzz was going to be, you know, significant enough to really show itself. ダークホースになってる。 But they're showing that. いや強いよね、なんか正直。なんかハーポも正直結構圧倒して勝ってたし、まあギリギリは追いかけられたけど、基本優勢だもんな。でけえ真ん中の人。They were not doing particularly great in their region to even qualify for Worlds in the first place, kind of like a lucky to be here type situation. And then all of a sudden we kind of get awoken, alarmed by how well they played yesterday. スマホゲーって思うんだけどさ、背が高ければ高いほどさ、この当たり前なんだけど、背が高ければ高いほどさ、この下を見るって都合上絶対肩こりひどいよね。わかる？この言ってこと、この人なんだけど、でかいじゃん。でかいからさ、どうしても絶対肩こり多分やばいと思うんだよな。でかければでかいほどスマホゲーって肩こりやばくなる気するんだよな。その首の角度がどんどん急勾配になるじゃん。わかる？なんかそのこの形式だったらそのモニターアームとかある場合は上に吊り上げていけるけど、絶対肩こるよね。プロの切り替えで高速切り替えとアンプつけて遊んで見てみたい。おい、でもナイフにしてるぞ。強い。いや、ここマジいかにリスキルするってものだから。どっちもね、コントロールやってないっぽいんだよね、あんま。この大会だと。リスキルはお互いできてないか？いや、リスキルいった。この売りスキルする人がどれぐらいリスキルできるかじゃない。で、3番の3番にいるリスキル、でこれ裏から取れてるぞ。これSP うまくねえか動き。あーでもやられちゃったか。でやられたからこれ4番の人がどれぐらいリスキルできるかな。すげえな、このもう4人でぶち殺しにいってる。すげえ。And by doing so, you also know that you're possibly giving up a spawn trap, so you have to keep players over towards laundry to make sure they can deal with stand. まあでもね、最初のうちは結構まあ普通なんよ。
最初のうちはなんか純粋に打ち合いでリスキルしてきた方が勝ちって感じだよな。SPG でもリスキルっていうかリスは取れて、これやばいぞ。あ、やばい、これ伝説のリスキルで。いやー、今の当たってた。惜しい。これ挟まれるか、この構成は防御されそう。ゴッドライク、まあ俺グッドライクって毎回言ってるな。ゴッドライクマジで打ち合いが強いから、やっぱポジション取りっていうの、ポジション取りがうまいよね、この人。どのモードでも早いんだよ。はい、めっちゃ早く強ポジ取っちが強いんかな。お、でもそろそろ出てくんじゃねえか、オペスキー。1戦目の最終版出てくる人だよ。これ取り切ったら全然あるぞ。普通にあるぞ、これ。これ取り切ったらワンチャンあるぞ。おおおお。いや、間に合う。今、いや、惜しかったな。いや、今のこの今くるくるね粘られたのがな、惜しい。今ゴッドライク側がさ、くるくる使って粘ってきたのがな、厄介だったな、マジで。ここってどっちが有利なんだろうな、本当はな。なんか攻めが有利っていう印象があるけど、勝手にリスキルできたら。リスキルできたらどっちにしても有利なんだけど。いやー、やっぱオペ好きよな。でもオペ好き使われた割にはいけそうじゃね。ただ元気です。あんま強くないないかも。これアナはやっぱ強いアナかも。いや、うまっ。あんま正直ガンマチ、そこまで言うてガンマチじゃない画面でよくあんなあったのすごいな。ここのね、やばい、ここまずリスキル入られます。これ本当にここ取られるとマジで地獄よな。スタンドオフのさ、ここ取られるとマジで地獄だからいるんだよな、一人。いや、また来る、またリスキル。あ、でもリスキルいけたか、妨害。LG のでかいし、ちゃんとスマホで指でちゃんと動くのすごい。まあプロですからね。すごいですよね。でもワンチャンあるぞ、これオペスキなんかあんま使ってなくね、言うて。そう、このオペスキ使ってないから、このオペスキ使ってる人、うわ何が見えてるんだこれ。もう決め打ちしまくってるけど。あ、ピューリーウォーターあるじゃん。これピューリーウォーターね、マジ奇跡起こすからね、意外と。で、ちょっと待って、オペスキ使わせたってことなのかな。いやー、やっぱ初動のオペスキがでかかったな。これわかんないけど。いやでもオペスキ持ってなかったら負けだな。あ、使った。あー、おクソみたいなパラソルに引っかかってる。PLE は LG と同じくらい強さね。なるほどね。今クソみたいな手前のパラソルのさ、見えない壁みたいに当たってたよね。
TLE はめっちゃ強いらしいよ。LG と同じぐらい強いらしい。コメントで言ったわ。いや、このさ、大マシンうますぎん。この大マシンうめえんだよな、狙撃が。いや、うまくない？でもあんま刺さんなかったんじゃない？今うまかったけど、それ以外が負けちゃったから。今回速攻取れたら全然でかいね。ここリスキルタイム入れたら。どこのチームが一番強いの？いや、今んとこ LG じゃね。見た感じや。でも、ここ、ゴッドライクマジで強いんだけどね。ゴッドライクなんかすげえ強いんだよな。今日負けてないからね。なんか、危ねえなってシーンがねえから。このコントロール取ったら初めてあれだと思うよ。なんか、もうコントロールも今危なげなく進んじゃってるから。いやー今、これがコントロールなんだよな。今のザ・コントロール、うわーこれコントロール、マジのコントロールじゃん、これ。コントロールだな、今コントロール出て、コントロールのコントロールたらゆえん出てきた。コントロールされてたわ。これはコントロールされました。Couple of tools still available for them to try to crack the code. Just comes down to can they find the eliminations. Minute 15 on the clock. And Trunks is going to be an issue down here, bottom bedroom. Oh, and boy, is he ever. いや、今よく勝ったな。But still the trades are good. And now Godlike. いや、わかんないよ。4でしょ。オペスキがね、結局うまく使えば勝てるから、この差でも。あ、これうまく使われたら負けだな。いや、うまく使われた。リスキル行くんかな？無理か。行くかな？行くね。いや、待つか。remain in favor of SPG. Sweet one takes that double kill. Prevail will continue to have this equalizer for a few more seconds. And at a distance, there's いやー、やっぱ慎重に行くね。 but it was not necessarily that effective. For remain, they tried. いやでもうまいね。やっぱ無理やりいかないんだな。They all pushed through the kitchen. There's that kill from Avisum. Ladies and gentlemen, the beginning. いやうますぎでしょこの大マシン。この大マシンマジでやばくね。こんばんは。いや今大マシンの人やばくない正直。このなんか狙撃してない大マシンで。いやあれやばくない毎回精度。基本3キルは持ってってるよ。レジェンドのフェネック買うのありですか？買えるのかな？買えるんじゃ全然いやありっていうか100% ありですよ正直。フェネックはやっぱレジェンドありきだし。あ、レジェンドか。ミシックじゃないのか。ミシックじゃないのはちょっと微妙かも。ごめん。なんかミシックフェネックのこと言ってなかった。レジェンドフェネックってなんだ？何のレジェンドだ？ちょっとわからんわ。ミシックフェネックは 100% ありだと思うけど、レジェンドフェネックフェネックとレジェンドって言ってんの今。ナさんラブありがとうございます。今見たけど虫眼鏡みたいなサイト。なんだそれ。なんか俺紹介してないけど前ドクキノさんが紹介したやつ。前ドクキノさんが紹介したやつなんかクソ。That performance would have done well versus anybody. Yeah. Anybody. That was really good hard point until it wasn't there at the end for a little bit. But we'll kind of forget that. For the first 80% of the map, the hard point was perfect. うわ難しいな。俺が持ってる。ごめんなさい。俺に聞かない方がいいかもしれない。俺それ持ってないから。俺あんまちょっと答えれねえよそれは。ミシックフェネックだったら買った方がいいかなと思ったけど。わからんね。And I just look at the count. I mean, nearly 20 across the board for just about everybody. Nobody goes negative. It's just, it's really clicking on all levels. 答えれません。すいません。And to be fair,
世界大会でもレジフェに使われたらしいよ。そう思えば買ってもいいと思うんだけど、でも買ってないからさ、俺さ、あんまなんか確信できないから、俺に答えるのは微妙かも。まあ、見やすいと思ったら買っていいんじゃない？でもミシックフェニックでも多いからな。でもミシックフェニック再販されるか分かんないよね。予定ないし。この一番上の人が多分ウォーマシン狙撃男だったけどめっちゃうまかったよ。And again, that's the thing. Like talking about how this series laid out based on the picks and bans, the 2-3-5 looked like the best overall maps, but there was potential for them to sneak out a Hossie into Hardpoint win because they looked good at it when they played in their region. 2 different 100-point clubs. But the thing was, that was such a long time ago, and we didn't know what either team was going to bring to the table. いや強かったなマジで。ちょっと水取ってきてよ。一瞬で水取ってくるわ。That says a lot about their fluidity across every single mode. It's not just on what they played kind of one-dimensionally yesterday. They look prepped and ready to go to possibly chase that championship. I gotta say, I definitely gave Godlike a true chance of making it onto the next day. And I was not expecting it to be that way. I said at the beginning, I thought a 3-1. And even the games that they won, I thought it was going to be sort of close. That was not what we saw whatsoever. We saw them completely prepped when it came down to those different interactions. 今の強かったね。でもやっぱそれ以上になんかゴッドライクがやっぱなんかゴッドライクがなんだろうポイントに入るのがポイントっていうか、まあ、拠点って意味じゃなくて強ポジとかいいなんかその取るべきポイントに入るのが早かったですね。それで打ち合いになる前になんか強ポジで取られて狩られたって感じ。まああとコントローラー大マシンがやばかったな正直。大マシンが絶対5キルとか4キルもぎ取ってからそうきついと思うわ。Thank you so much. I'm here with the bees, and I mean, you heard it. How do you feel after doing that? I mean, I feel amazing after defeating such a strong team, and now we are in the top. これね勝った方が負けた方のロゴを消すっていう演出があるんだけど、これマジで好き。これ全ゲームの大会に取り入れてほしい。これさ日本のさなんかのゲームのさ大会とかでこれ取り入れたら絶対荒れるよな正直。なんか何も言われてないけど絶対やれる。この発想マジで好きなんだよな俺。もう本当に大好きなんで俺マジこれぐらいあっていいと思うわ。他のこのコットのこれ負けたチームのロゴ消してるんでこうやってバツって。こんばんは。ミシックのグラウとミシックのクショってどっちが強いですか？グラウです。OK ありがとう。こんばんは。それはもうマジでグラウミシックがガチで強いよ。消すぞ。これ消すぞ。これマジでこの演出マジで好き本当に。この演出マジで好き。この演出マジで良くない？負けたチームのロゴをバツで消すの。これほんと好きこの演出。考えたらセンスあると思う正直。このバツのロゴマジで分かりやすいよね。こういうのでいいんだよって演出。この演出に俺ゾクゾク来てるんだけど毎回俺だけが興奮してたんだよ。みんなこの演出興奮しない？そんな興奮しない。なんでお前こんな興奮してんの毎回みたいな。俺昨日でもこの演出興奮して気づいた時ひたすら語ったけど、いやあんま意外とコメント欄見る限りあんま興奮しなかったんだよみんな。グラウとかの興奮してたわ。このロゴを消すって演出マジでいいと思うんだけどな。俺が大会開くとちょっとやりてえわ。日本でやったら屈辱的すぎて荒れそうですよね。そうなんだよ。そこがいいんだよね。なんかこういうのでいいんだよ。日本でもぜひやってほしいんだよな。なんか負けたチームのロゴ消すってめっちゃいいじゃん。勝った感があって。こういうのでいいんだよ。この海外にそう日本に足りないものがここにある。Yeah, we've seen some really strong performances so far, flawless performances out of some of our teams. Very, very impressive, but that's just half of the competition that we have here today. 99と次あれかパワフルなんだっけパワフル最初ボルトと当たるかと思ったら全く当たらなかったチーム。パワフルハウスインターナショナル。
パワーハーフ So だっ don't go た。 anywhere. More Call of Duty Mobile World Championship action when we return. 田中さん質問お願いします。いろんなゲームの愛してみたいなミュージックの武器はいろいろ強いって言ってますが、何を基準にして強いってあるんですか？いや、俺はね、どうだろう。まあ、サイトが見やすかったら強いかなっていう感じはしますけどね。まあ、基本に、まあ、弱かったら弱いっていうようにしてるけど。ここ最近出たミシックって、CX9、フェネック、フェネックじゃねえわ、CX9 と、もうここ最近で言ったら、まあ、再販組めたキロミシック、スイッチブレードミシックでしょ。まあ、M13 ミシックはまああれだけど、キロミシック、M13 ミシックあれだけど、まあ、CX9 と、まあ、基本強い。ミシック出る武器って基本強いから。まあ、反動が少なく感じるんだよね、見やすくて。レッドロットがついてるから、実質的に。あれ。それは強いよねっていう。いや、レッドロットだもん、あれ。レッドロットサイトが好きな人は強いし。てか、もうまあ、新武器のミシック、CX9、まあ、正直にミシックが出る武器って運営も強いと思ってる武器が多いから、もともとが強い武器に、強いサイズがついてきて強いぐらいなんだよな。グラウトがまさにそうだしな。強いから出したって感じでしょ。しかもちょっと見づらいサイトの、グラウトがちょっと見づらいじゃん。デフォルト。まあ、だからミシックで強えよなっていう。そんな感じですかね。DL ミシックが微妙か？確かに。でもスナイパーだからな。まあ基本強くね。グラミシック実は露骨やったね。確かに。あれは露骨だった。だから、まあ正直ミシック武器で弱い武器ってあんまないんですよね。だって、こんだけ出てんのにさ、M4 ミシックがないんだよ。まあそういうことよな。まあ、強い武器をミシック出してるから、強い武器の見やすいサイトがあるんで、まあ全部最強なんですよ、ぶっちゃけると。出てる時点で。もう運営からある意味。まあレジェンドはね、あんま強くない武器でも出てくるんだけど、ミシックはマジで基本強くないと出てこないから、やっぱ。弱いミシックってのはほぼないな。まあその中で買うべきミシックってのはちょっと人によって違うからね。まあ買うべきミシックはやっぱフェネックだと思うよ。ダントツでフェネックがやっぱちょっとミシックありき感も強い。アサルトミシックでおすすめの今だと、グラウチね。まあグラウか、まあクリグミシックじゃない？あるとしたら。クリグミシックかグラウだけど。まあアサルトはね、まあグラウも言うてレッドロットつけりゃいけなくもないし、まあガチで必須感はないんだよな。正直アサルトのミシックは。いや、フェネックミシックだと思う。まあ唯一無二の、もうフェネックミシックだけはマジであれは本当に唯一 100% 買うべきって言い切れる気すんな。それ以外のミシックは、まあクリグもまあ LK 使えばいいし。フェネックミシックだけだと思う。本当に唯一無二の。スイブでこの大会とか見ててもやっぱフェネックミシックのみ唯一 100% だな。ミシックかっこよくね？俺普通にかっこ、すみません、普通にかっこいいと思ってるんで。俺赤い色と好きなんだよな。すみません、基本かっこよくないですか？近未来的で。マジで、ミシックってみんなダセーって認識なの？ちょっと悲しいんだけど俺。スイビラはデフォ、スイビラはちょっと特殊例ね。デフォも全然ありだと思う。まあでもミシックも見やすくて強いんだけどね。俺はミシックのが好きかな。でもデフォルトも好きだな。むずいね。だからスイブレはミシック買わなくてもいいんだよね。ある意味。デフォルトが強いから。やっぱフェネックがね。アサルトはまあ、買うんだったらグラウミシックか。クリグミシックだったね。この2つだと買うんだったら。まあでもグラウでもレッドロットつけてる大会で多いから、あれだけどね。グラウミシック、この大会にあったらグラウミシック大だけだと思うよ。
M13 ミシックは動画で言ったっけ？なんか、動画でもなんか、多分似たこと言ったもんけど、まあ、M13 使うんだったらありだけど、まあ、強さ的にはまあ必須ではないよね、みたいな。まあ、キロと同じ意見だね。M13 使うならミシックは必須だと思う。キロと同じっすね。999はまあ、皆さん、昨日の中条場、お疲れ様でした。桜。今日も京都大変ですが、単発のことを応援します。ありがとうございます。桜の季節まであと4ヶ月。3ヶ月か。4ヶ月か。Alright, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Series live from DreamHack Atlanta, where we are halfway through our call. 思い出した。なんかさ、インドの人が踊りが好きみたいなことでさ、日本のやつで例えなかったけど、日本人って桜好きだろ。で、日本人ってマジで桜好きじゃない？毒リンゴ、一人です。一人で配信します。日本人ってマジで桜好きじゃない？本当に。何でも桜で例える。なんか桜の表現好きすぎるでしょ、基本的に何でも。なんでこいつらこんな桜を出すのと思ってる人は。海外の人も好きな人も何でも桜出すじゃん。なんかね、桜に例えたがるし、桜になんか桜出したがるし、それじゃない？桜要素。インドは踊り、日本は桜。Everyone is coming for NA. Godlike will sure get a shot tomorrow, but today we just said yourself. でもなんかこの今日はあれだね、なんか3030が多いっすね。昨日は結構21とか多かったんだけど、圧倒的みたいな。I'm here for a good storyline. Okay. We said it before the break. We've got another match coming up right around the corner. Match number 3 today is between Q9 and Powerhouse. Powerhouse. Gonna be another good one. I mean, you feel like that it will continuously be a good one, especially when we were looking at the beginning of the day. We had teams versus the conglomerate. There was only one team that was kind of breaking up the monotony of all the teams that were at TDFI, and that was. クリグミシックはな、なんかあんま買わなくてもいいんじゃねって言ったけど俺、クリグミシックは買った方が良かったんじゃねって後々こうちょっと言った方が良かったなと思って後悔したけど。でもクリグミシックはね、あの時 LK に弱くなれてちょうどなかったんだよな。LK に弱くなってちょっとクリグミシックがな重要だがけど、まあでもグラミシックのせいでまあグラミシックって今全ての終わらせるグラミシックマジでやばい気するんだけどな、いい意味で。あれガチで最強な気がするぞ。でもグラはちょいむずいのがちょっと反動あるところよね。やっぱノンストレスはクリグミシックと LK24 だわ。LK24 のノンストレス感は以上。フェネックもとかスイブレとか疲れんだよな。LK24 とかとりあえず中距離まで打ち合ってたらいけるかな。これすごいね、火花みたいな。Q9 とパワフルハウス、パワーハウス。Q9 は強かったな。Q9 マジで強かった。席についてください。席についてくださいって Take your seats って言うんだ。Take your seats。なんで Take your seats に座ってくださいなんだ。シットじゃないんだ。シットってなんかあんま良くないんだけどな。なんかアジアっぽい BGM が出てる。パワーハウスがやっぱ中国のチームみたいな。ボルブ違かったんだな。なんでボルブ中国好きだと思ったんだろう。これ中国対決か。なんで幕直ってんの？なんかそれはね、割とクッションだね。これ肘掛けみたいになってる。
All right, our players are out on the stage getting themselves ready for this matchup. So let's start deep diving in. そうね、これも3-0で終わったらめっちゃすごいけど。Q9's road yesterday saw them losing just a single series. It went all 3 maps, and as Gilla had already やっぱ選手も眠いんかな。いや、これ本当に肘掛け的なこと使ってる。肘掛け的な使い方。まあ眠いってのはでもね、ちょっと時差はあると思うよ。中国とか。アメリカの人が有利って言い方あるかも。時差がない分有利じゃね。I think that you have some VOD to look at here if you're Powerhouse and trying to rectify what happened back at C8AFI. M13 ミシックとかスイブレミシックはサイトの下の弾薬表示が便利だったりする。弾薬管理とかしやすい。M13 ミシックはミシック持ってない。確かに。でも俺あんまあれ見てないんだよね。リロード癖あるから。普通に下見てんだよ。あとリロード癖発動しないときは。よくない嫉妬は嫉妬じゃない。あ、そうなんだ。大パン用かな。それもあるんじゃね。威圧いて殴っても怒られないしな。この演出って多分みんな共通してやってるから多分言われてんだろうな。皆さん質問聞いてくれてありがとうございます。チャンネル登録させていただきます。これからも動画楽しみにしてます。ありがとうございます。ミシックはね、難しいからね。絶対買うべき的なミシックは難しいから、本当に。フェネックぐらいじゃない。なんやこの服。わからん。普通にあれでしょ。ジャケットというか、ユニフォームか。中国のチームって赤好きなんだよな。色的に。なんか赤好きな印象がある。一夜のレジュメさ。M21 ビアのレジュメ祭は。CODM 的世界锦标赛意义重大，我觉得这一次的冠军是我们非常渴望的。然后我们在美国比赛的时候，我们也会想到远在大洋彼岸的来自跟我们国家的同胞的观众在。M21 のレジュメ祭は課金してもいいんだけど武器調査に触れることがありそう。それはある。最強武器のレジェンドメシック名祭を買うのは割となんだろう運ゲーになっちゃうけど、まあでもフェネックはそうだね、運ゲーになっちゃうのはあるね。まあ、めっちゃ弱くなることこのゲームないから、まあそこは安心してほしいけど。这么内置的因素，其实有时候我们也挺畏惧对面的，就是对，因为都是内置的。M2 って女の子好きに買うね。確かに日本人設定なんだ。日本人設定。M21R で日本人設定じゃなくてグラウミシックで日本人設定使ってほしい。まあスイブレが日本人だからまあ全然恵まれてるんだけど。然後我们一定符合大家的希望，把这个冠军带回去。All right, I think that might have been one of my favorite things we've seen out of some of these interviews so far. Q9 saying that they really want to go up against LG in the championship because best team, strongest region, and they want to be the best. So in order to be the best, you have to beat the best. That mentality. でもあんま強くない武器のレア名サイトとか特殊サイトって本当に好きな人しか買わないから。逆に不満率はなさそう。まあ、いきなり強くなった時にちょっと困るんだよね。一番困るの多分なんだろう、いきなり強くなったら。じゃあマンゴーとかが強くなったら今よりもめっちゃ強くなったら地味にみんな困りそうだけどね。surprised a lot of people yesterday by how they managed to sneak into day number 2. We'll be facing off against the top 1, top 2, depending on how you see it for China. This team Powerhouse have yet another shot against one of the big teams out there. On that interview, we saw how Q9 specifically want to go after the side of LG on the grand finals, but I'm sure that the side of Powerhouse also are looking to take a big hit on those big games. Shut up, Bingo.
Incendio, Skurd, and Urfan. Some of these are sounding like Harry Potter spells, I swear. But nonetheless, Powerhouse International is definitely a roster that you do not bat an eyelash at. It's impossible to. We saw how emotional the Korean account そういう武器って意外とないんだよね今。グラウもまともと強かったしな。グラウなんか、グラウ実装当時からぶっちゃ強かったと思うんだよね。なんかあんま LK24 が無反動集団性能悪くなる前は疲れてなかったけど。LK24 の調整ガチで絶妙だったよな実際。LK24 って絶妙調整すぎたよね。強かったのがちょっと弱くなったことによって差がなくなったもんな。I feel proud to represent my country in stage 5 because we'll be この人英語喋れるのすごいな。 everyone in the world. I'm representing Singapore, but my team consists of あ、シンガポールなのか。 in the region. We have Singapore, Malaysia, Philippines, and Indonesia. We're the only team with almost the entire Southeast Asia in the team. This year, every team will be ready for it. I decided to join Powerhouse because I saw opportunity. どうなんだこれ、シンガポールとかマレーシアから集めてからガレーナのチームなんか実は。 This year we are more prepared for the West team compared to the last year. The West team will be more comfortable because they ちなみに大会とは関係ないですか。田中さん実写動画出したんですか。私田中さんの実写動画好きなんですけど、ご飯食べながら田中さんぼやいてるのが見たいです。これ美味しいなとかこれまずいなとかそんなんでいいんですか。ちなみに田中90が動画出すとしたら多分これがまずいで7割占めてちょっとだけ美味しいって言って褒めるみたいな。でもまずいものとかでも、ね、今ないからな実際。あ、M21 強いらしいよねバトルワーだと。まだ AK の方が全然バトルワーだと強いらしいからな。SMG だとなんかあれが強いらしい。ラッパか。One, they play against each other in the East a lot, so they know that, but they don't get an opportunity to scrim against the West. So there's a little bit of an unknown factor there, but then also kind of the West kind of holds the West side out, saying they've got more land experience in them. That's absolutely the case. Again, when it comes down to these Eastern teams, they've been playing lands since MP でも全然使えるよ。ラッパー。やっぱまあ普通、まあ弱くはないね。強いかって言われたら微妙じゃね。ラッパーって微妙じゃね。どうだろう。なんかもうスイブレと SMG、スイブレフェニック。スイブレ以外使わねえかな、ほぼもう。Can't bat an eyelash at that if, of course, that map number 3 could be quite integral for Powerhouse. And with Shift, we talked a lot about how different scenarios could be ラッパーのレジェンドコラボしかねえから入手しづらいのかなってなるほどね。ラッパーが強くなったらみんな困りそうだな。困ったらミシック出しそうだけど。ガレーなのかパワフルハウスの。ってことでやっぱウォルブス中国なんか。I am just not sure if I see a crack of opportunity for the side of Powerhouse. We saw just how influential and important the picks ban phase was in our last match. What type of an advantage it can give, especially now that we're in those best of 5 series. 始まるんかな、そろそろ。 And we'll be getting those picks bans 皆さん武器のカスタムするとき何を聞いてくれますか。カスタムするのが苦手です。 What are you anticipating out of some of these まあ武器によって違うな、正直。まあなんか使ってみて反動強いなと思ったら反動減らすわ。で基本的に考えはエイム、アサルトはエイム時間。難しいね、マジで武器によって違えな。SMG はでもエイム時間ちょい重視するな。アサルトだとエイム時間が 280ms 以下ぐらいで反動がなるべく少ないカスタマイズ。リコイル制御はしやすくて命中精度がいいカスタマイズする。エイム時間は280ぐらい。いって300ぐらい、アサルトは。SMG は、まあ、エイム時間が 220ms ぐらいで使いやすいカスタマイズかな。
at the middle or potential middle of the best of 5 would be control on raid that Proper just touched on earlier. Moving on to the hard point on Summit and potentially game 5 of Search and Destroy on Slums. I gotta say that I don't dislike this, particularly for the side of Powerhouse, but I'm still just not feeling it. I'm not completely on their side if I'm honest. So the Summit is going to be the most interesting one that does stand out to me, of course, that being the map number 4. Should we get ドミ there, of course, that ドミ派で運用するとめっちゃ怒る人いるでしょ。スナイパーってマジでドミネーションハードポイントですね。運用するともう劣化のごとく怒る人いない。マジで。まあ俺前に出てはいいかな、スナイパー。前に出たら偉いなと思うけど。マジで拠点取ってる時間多かったら別にいいわ。奥に持ってるとあれってなるけど、奥に持ってなかったらまあスナイパーはまあいいかなって感じで。Make sure you hop on in there and let us know who you think is going to be taking this one. Which team moves on to tomorrow to compete potentially in that World Championship? それかな、正直。 Which team's journey might end here? It's definitely going to be an exciting back and forth because both of these teams want to be fighting for the trophy that we get to see all the time here on stage, and of course that $1 million prize. 9-9、俺の予想だと9-9だよ。 Players are locked in and loaded. Match number 3 is coming at you. This one's going to be exciting. Thank you so much, Glitter. We'll get all of your thoughts after this best of 5 has the potential to be 9-9がね、マジで強い印象あるのよね。このトロフィーシステムなんか無駄に言うのよな。まあ初動の試合の勝敗は意外と関係ないんだよな。初動勝っても負けることあるしね。なるほど。めっちゃ会場うおーって言ってる。一切話題に上がらない FR556 はね、まあローテゲーではあるよね。どうなんだこれ。ローテンション早いな。パワーハウス最初やっぱ負けたけどローテンションで勝ったってことか。早いなパワー。打ち合いはなんか 9-9 かかってる感じだけどって感じか。なんだこれ。打ち合いは勝ってるんだけどみたいな。9-9 でも中国で一番強いんだけどな、確か。違うか。一部だけ運営が存在を忘れてる説がある。まあそれはある。なんだろう。NA45 のこと思い出してほしいけどね。FR556 とか KN とか忘れかけてるから。アセンテッドで本当になんか固まってガーンみたいなシーン多いからフェネックス強いんだろうね。これでも結構接戦だね。あI'm not too sure what happened over there because, like I mentioned, Powerhouse had the spawns, had the opportunity to start off fresh on P3. 打ち合い自体はね、9-9が勝ってる感じだけど、拠点取るってなると、パワーハウスも結構。なんかさっき前のボルトみたいな、なんか。The War Machine efforts for Powerhouse International again, as you were talking about, Gil trying to rectify the issue, trying to battle for all of 5 seconds there at the end of P2. It's garnered Q9. いやーでも9-9強いな、やっぱ打ち合いが。基本的にあれだったもんね。基本的に9-9負けてなかったからな、俺が見てるときは。ビンゴはどっち側だ？ビンゴはパワーハウス側か。世界大会って UAV なんでいないんですか？禁止なんだよね、UAV が単純に。強すぎるから。
He's on a sports, 4-speed. ピューリーウォーターの再販コーナーが確かにピューリーウォーター人気よね。 Yes, the utility is still there on a few players on the side. 今うまっ。 But let's see how much value they take off of him. Sound there begins to push and finds that 今 kill. うまいな。よく飛び乗って殺したな。 Double kill there for Skurd using that claw and front of Wow. ここマジでオペ好き。ここ大事なオペ好きポイントですよ。ここマジでオペ好きでぶん殴りはおもろいからな、ここ。 But just like that, it seems like Q9 are once again kicking them out of that place. もうオペ好きでもう本当に殴り合って勝った方が勝ちみたいな。Q9 が最初負けたけど取り返してそれから優位を取ってるって感じだな。いやでもね、結構本当ここマジで途中最後まで分かんねえからな。ここマジでね、今日湧くところ結構地形からお互い普通にオペ付きで負けた時は負けたんだよ。アセンテタクティカルダッシュないのか。タクティカルダッシュ結構好きだからちょっとそこは残念。本家だとあるんかね。 Definitely, the lead is still going to be in favor of Q9, but I feel like, you know, Wave Powerhouse has been just falling どっち through. Q9 が勝って予想したけど、一応予想通り進んでるけど、パワーハウスが思った5倍ぐらいなんか特殊な拠点の取り方っていうの、この打ち合いはパワーハウスが全体的になんか、あでも一人やべえ人いるな。30キルしてる人いる。30キルしてる人やばくね。どんなキル取ってんの一人。 Here, Powerhouse needs to make sure that they are on their A game from now on, or else they're 30キルってやべえな。このパワーハウスのシェッドアップって人。アーファン頑張れ。CP はまだ終わってないですね。まあ、ほぼオールマイティのメンバーが強いだけどね。でもまだわかんねえぞ正直。なんかお互いなんかパワーハウスのがパワーハウス一人突出してめっちゃキル取ってるけど、Q9が全体的にキルは取ってる感じ。あ、これやばい。ほんとトロフィー迎撃するの受けるよね。どんだけ強いんじゃ。トロフィーシステム、遮蔽物妨害能力。いやこのウォーマシンめっちゃ刺さるんじゃないか。いやでもこの窓から行くのきついですよ結構。挟まないでいかないと。で挟んでいってる。早い。よく取り返したの今。PDW？ あこれさすがに弱体過去じゃねこれ。さすがに1個前だからいるんだよね。 PDW 使う人いたけどこの人だったか。前なんか大会で見たけど PDW 最強論あったからな。 PDW って意外と強い武器ナンバーワンだから意外と強いんよな。 CBR の方が流行ってる時あったけどね。微妙に流行りがあるような。ミシックレベルは俺も上げてないわ。あ、ミシックレベルはなんかあんま上げなくてもいいんじゃねって感じだね。Also have at least a purifier in the hands here for Bingo, but gets shut down with it in his hands. Claw down, invested here from Skirt, trying to throw everything in the kitchen sink that you just earned in that previous hard point. アナイアレーター使ってるよ、普通に。アナイアレーター使ってるけど、1人しか使えないんですよ。オペレータースキルがルール上確か1個しか使えないんで。だからあれなんだよね。1個しか使えないから、みんな分担してるんだよ。And I mean, probably that's not what they want, but they are happy to be playing this game in which they are constantly ahead of the opponent's wrist. Right now, the furthest ahead we've seen them so far, that's 40 or so seconds. ミシックはまあレベル上げよりも正直持ってる方が重要っちゃ重要じゃん。
this way has been the most valuable player for the side of Powerhouse. Unfortunately, not Grau have 負けてね。 not been able to keep up to that same level right now. グラウは強いから。 There's 40 or so seconds. They're gonna get kicked out because of that play from Maoki, who gets now a double with it, and immediately Q9 gets one more kill under their belt. They get the control through the smoke. Yankee is waiting for anyone to even think or dare to walk by as a surprise. They were already behind you, my friend. これ、 And because of that lack of これを awareness, 大マシンがな、大マシンが刺さっ、 20 seconds to マジでこの中で大マシンでぶっぱできるとクソ強いんだけどな。 なんかあれはね、Q9 のがオペ付きはうまく使えてる気がする。guarantee themselves a little bit of a bigger lead going in towards the third and final set comparatively to what they had towards the second. It will be 183 to 143. A 40-point こういうなんかめっちゃ完成聞こえるじゃん。しかもこの完成のせいでさ、まあハープは、まあ本来、俺たちもそうだけど、デッサがあんま効かないよな。これで、40差がわかんねえな、正直どっちか勝つか。He's got the club out. I highly doubt that he's going to be using it on a situation as complicated as that one is. いや、今のエイム良すぎでしょ。勝てなかったとはいえ。このピューリウォーターめっちゃ大事よ。マジか。いや、いちいち交換できたのでけえな、Q9 的には。次上戻るから200のスライド一気にきつくなる印象あるよな。今か分けんのかやば。これ乗ってとりあえずね上げさせないのめっちゃ重要なんだよな。But you lost the spawns ahead of noon. This has been the biggest issue for Powerhouse International the entire time. さて戻ってそこ乗れるには確かにさっきの大マシンでこの大マシンが刺さるかどうか。いやこれ刺さるとき刺さるんじゃねえか。いや逆に刺さんなかったね。これは刺さるか。もうわけわかんねえな。いやこのスパロやべえんじゃねえか。いい意味で。グレネードこれ本当にトロフィーシステムでなかったら一回トロフィーシステムねハープ見てみたいかもね。グレネードだけでまともにできないんだろうな。グレネードとコンカとかだらけで。まあローテがどっちが早いか。いやローテ自体は Q9 がお互い同時。いやパワーハウスの方が若干速くなるんじゃないかこれは。すごいハンターキラーが一番うざいやつを的確に殺していったね。こっからねもう行かなきゃいけないからね。この上のこのタイミングでこの上えぐくねえか。あでも殺されてこれ乗って乗る殺すことを重視してんのか。いやーQ9強いな。なんか勝ったな。なんか正直すごい勝った理由がパワーハウスも分かったけどポイントやっぱポイントのローテの速さで勝負決まるんだけどどうやって速くしてどの要因で速いか速くないのか決まるかよう分からない。3回も CP 配布ありますよ。右下の画面みんなスマホに近すぎ。確かに。まあ目とのとりあえず画面と目との距離って近ければ近いほど反射神経っていうの反射する速度上がるから。Screw it, play for P3. Try to get yourself that money rotation, and they just allowed Q9 to quite literally waltz into what was a small lead. We were like, okay, you know, first set jitters, whatever may happen.
And then it happened again in the second set, and that's exactly what makes Q9 just so deadly. And what we saw yesterday, they remain flawless on hardpoint on the weekend thus far. You give this team any inch to breathe in a hardpoint, any setup to have for themselves, they'll turn it into a lead. And I mean, you said it perfectly. The way that 次どう the するん side だろう。 of Powerhouse サーチだからな。サーチ9-9マジで強いんだよな。 got 7 at the expense of losing the opportunity to be there first for the next kill. So with that, キルレではないのかこれ。 187. The victory goes いや for みんな拠点 Q9. ちゃんと乗るもんな。 I thought it was ノラの going to ハブ be マジで Cp 乗るやつと乗らないやつの Just 差 wanted 激 to すぎだから show な。 some 俺はあんま乗んない support けど。 here on the hard point, because if I'm being honest with you, when it comes down to search and destroy and then the サーチ control, 9-9ガチで強い印 it's 象あ gotta る。 be for Q9. It just has to. どれぐらい勝ってるか負けてるかのやつ、ここで見せてほしいな。 Search and destroy has to be, well, I hate to really utilize this pun, but a powerhouse, isn't it? They have spent so much time just being able to perfect their search and destroy. 始まるね。 And again, you go back to the last time these two teams did face off against each other at CDFI, the way that Q9 club were able to beat ど Powerhouse っちが勝つ International, か。 they took both the 2 and the 5. やっぱ9-9が強いね、正直。 Search and destroy will be relatively strong. We've seen that throughout many different tournaments from Q9's perspective. 疲れて We る are going over towards Meltdown. やっぱあれだな、準決勝の方って準決勝っていうか2日目の方が試合と試合の間すげえ長いな。1試合目は割ともう1日目はパンパンパンって感じでいったけど、2試合目は割と十分時間取ってからいったね。これなんだろう、ヘッドセットなんか。やっぱイヤーマフだと思ったけどね。 So you better hope that you had some immediate turnover going into this meltdown if you are Powerhouse. Would you say that this map number 2 was a must-have? このイヤホンどれぐらいの値段なんだろうな。クソ高いのが実はヘッドホン。下にイヤホンあると思うけど。 On the search and destroy, you said it yourself with those both being Express and Tunisia. I feel like a lot of you guys have seen those clips on Twitter from Son with a sniper killing 4 people nearly at a time. It was just insane how he plays with that sniper. And today, I feel like it was smart. It was smart, but it doesn't take away the fact that Q9 are just so dominant that it is just that difficult to attempt. でもこういうの絶対あれだよね。ロゴ外してるよね。まあ当たり前だけど。実際つけても文句言われる割合ってどれぐらいなんだろう。あんま言われなそうな気するけど。 We'll have to see how it all pans out again. I can only imagine that we are probably just mere moments away from hopping into CP 持ってくる人結構いるな。確かに CP 持ちたらどうでもいいや。確かにそれはいい。まあそれはしゃあないでしょ。CP 運営も出してるのはそういうのあるからね。 Who also played this map a single time yesterday. It was a 7-4 win versus Vitality, which if there's anything we learned off of in our last series, you do not sleep on India. Those guys came to play. Got the graphic on the screen. もう CP、5000 CP はまあでかいからな。 You feel like that powerhouse if they want to try to at least take this and try to really increase their chances to stay alive in this tournament. 始まった。 And for all you Garena fans out there, you gotta be cheering on い your や team. ー、ここね、スナイパー2人いるパターン全然あるんだけど、意外といない。早すぎでしょ。早っ。もう体勢決まるの早い。でもどう9-9スナイパー1人で砂マップらしいけどね。パワーハウス、あ、でもスナイパー1人いるか。ボルトはね、スナイパー2人いたんだよね、これ。でもさっき攻め A4 人行って、今回も A 行くんか。いや、A 攻めれてないな。スナイパーがお互い削り合ってんだよな。基本的に。早え。9-9攻め動くの早えな。これあれなんだな。うわ、A の人わざわざ詰めてなんかちょっと簡単に設置できるようにしたってことなんかな。それとも油断してるってことを判断して詰めたのかな。これマジで打ち合わない。
Here with the grow at a distance. Still 29 bullets left. Owling is the one taking the kill on Tubingo at a distance. Their son これ with 1 the 勝っ deadly て、いや、9年強っ。 Gets another kill. Second one this round long. They go for the last player alive, and that's a double. え、やば、 Push it は up. 1v1 against 危な。 Sun. And やばくない SMG。 I gotta say that was really, really well played. 今の SMG マジでやべえな。 Sun just gotta shut down the party. Just bring in the 2-0 lead now in favor of Q9. まあこれ今まで勝ってる要因はあれだろうね。でも全体的に Q9 側がなんか A 攻めるふりして B 行ったり B 攻めるしたり A 行ったりでテンポ早くいろんなとこ移動できてるからこそ勝ってる感じがある。パースがちょっと後手後手になっちゃってる感あるね。まあ守備だから守備っていうか守り側がしゃあないんだけど攻め側の唯一の優位なんだけど。でも今回すげえ引いてるね、Q9。で、パワーハスがもう上げてないから、上げればね、結構取れるんだけど、ポイントが上げてないから、ポイント、両方あんま取れてないと思うんだよね。まあ上げるとね、待たれてる時にやられちゃうのきついんだけど。シャドウアップ去年常に無双したの SMG なんだ。そうだね。あー、運悪い。この人運悪いね。この人すげえ運悪いね、今の。このポットモバイルってちょっとこの、うまっ。やばっ。3人抜いたの今のあの距離を。いやこれはスナやばくね、このインシデアでやったやつよ。今やばくね。3人抜いたぞ1人。これちょっと流れ変わるんじゃないワンチャン。これ1人が武装すると流れ変わるから。まあ、ある意味再現性はないけど再現したらすげえけどな。でもう A 無理だな。 B に行くってことは読んでるとパワーハウス側も読まれてるからちょっときついんじゃねえか。やっぱバレてるとここのロングレン今やばくね。3インチで勝ったの SMG が殺して殴ったんか。やばくない今の SMG。ちょっと SMG が見たかったのか普通に。今やばくなかった。3インチで勝ったの。まあ 2-3 だったけど3人抜いたらやばくね今の。これ乗ってますわ。このサーチやべえな。いやまあでもここ攻め有利らしいからね。確か。やばい今の美味しすぎる。今のはラッキーな。確かにみんな見てない時ってのかな。まあ今のはやっぱまあでも攻め有利らしいがこれ。これは、ま、当たらないパターンか。当たらないか速攻 A 行くんじゃないみんな。で Q9 は守りの位置にはつけてる。で裏にめっちゃいるからそれに気づけてる。でもこれそっち側見れる設置じゃないからこれわかんないですよ。どうなんだこれ逃げんかな。うますぎでしょ。9-9強い。やっぱサーチやばくねえか9-9。まあでもね攻め有利だからね。メルトダウンを確か。まあ守りの1本目でどうなるかって感じだよね。どういくんだろう。真ん中攻めるんだ。守り側で。
quite aggressively, but ooh, it might be enough to stop them in their tracks. Sunrise on to shut out, continue the push. さすがに not gonna work out. Kills going all over the place. 2-3でしょ。何が生き残ってんだ。すなり生き残ってないからきつそう。Still have a lot to be battling over here across this B bomb site. Numbers wavering that in the favor of Powerhouse. これはね、やっぱ攻め不有利なんだよな。まあ守りで1本取れたのも良しとしてって感じよな。まあ、こういう時はね、やっぱりね、攻め側が何かミスったりしない限りこのペースが続くと思うわ。サーチはね、毎回でも毎ラウンド違えからミスることあるんだよ、普通に。99は A 上げて、オーバーキルは多分一生来ないんじゃないですか。ぶっ壊れるから。まあ今一人削れたらでかかったね。これバレてるからね。攻め守りがスナイプいやこれいやー今引いたの偉すぎる引いて強ポで作ったの偉すぎる今の引いて強ポで作ったの偉すぎるちゃんと足音聞いたしねこの会場で足音聞くって結構難しいのによう聞いてるよなオーバーキルはねやっぱそのスナイパーが異常に強くなるからねまあ、あとショットガンがあと UAV 誰も落とさなくなるから追加しなくていいわマジでオーバーキルの最大の弱点は UAV をマジで誰も落とさなくなるね今以上に地獄のパークになると思うクソ敵がうざくなる割に味方 UAV 落とさなくなる地獄のパークだからオーバーキルは追加うまうまいやこの5いや会場から追い出したねいや強いね急なフラグレ以外禁止なんですかそれはなんか火炎瓶とか禁止だったはずなんかセムテックスとか確か良かった気がする投げてすげえ爆発するやつとか禁止なはず火炎瓶禁止だったんだよなだからフラググレードの一択になってきたM13 で対空したら60発までやっとできたことあるんだまあ対空するっての大事だからいや世界大会で UAV 一回はありにしてほしいけどな UAV だらけになると思うよすごいねなんかすごい今回あれなんで勝ってる側が一本も取れずっと取ってて負けてる側が一本も取れてないんだよなこの準決勝っていうのは2日目今んとこ大会最速で進んでるんだよな理屈上考えられるBut it's always about like maybe some of these players lurking in the middle of the map. Are they fast heading over towards B? Are they fast heading over towards A? The first few rounds, they were quite literally waiting for the overextension to come through for Powerhouse because that's what they were doing on defense and it was working out for them. By the time that the download was complete and Powerhouse finally gave them the space, Q9 said, alright, it's our turn with the ball. Now we're going to pick up the pace a little bit. Yeah, some teams have like a オーバーキル来たスナプラス AKS のパケモンの湧きそう多分現実的に多いのはアサルト、スナイパーと SMG とかスナイパーとアサルト持つやつがクソうざいと思ういやだってさローカスとフェネック持たれてみもう無理でしょローカスとフェネック持たれてみもう無理だよ近距離詰めに行ったらチーレスとかやばいでしょトリップライン置きまくって詰めてきたらフェネックで殺されるってもう無理だろもうスナとアサルトもやばいと思うスナとショットガンは意外とワンチャンあるかお互いミスったらねエイム必要系だから
この人たちもさ、殺した後さ、武器拾ってんじゃん。あれがデフォルトでできるから、ね。そしたらどうなるか。UAV の、さっき言った通り UAV を誰も落とさない地獄の戦場の誕生だよな。誕生だよ。本家でも、いや、本家だとオーバーキルあるよ、普通に。だから UAV 誰も落としてない。ゴーストつけて誰も UAV 落とさん。本当に UAV 落とされないからね。みんな、本家みんなの思ってる500倍 UAV 落とさないから。コットモバイルって UAV 落とさねえなってみんなイラついてるけど、言うて落とす人いるでしょ。なんか5試合やったら1試合1人ぐらいは。本家の場合だとその5倍いないから、25試合やったら1人いるかいかないから、 UAV 落とす人。ちなみに MW3 やった時は俺が UAV 落とす人ね、最高レベルまで上げるために2日間でずっとやったんで、十何時間ぐらいやったんだけど、 UAV 落とす人はね十何時間やって1人いたかなってぐらい、2人いたかな、それぐらい。オーバーキルはやばいんですよ。それが最適化になっちゃう。強。それ当たってないんか。ああ、今回食らってないのか、一発のやつ。早えな。リスキルしねえんだ、あんま。チョッパーチョッパーさんってガチ武器なん。チョッパー、あ、チョッパーってそういう発音なんだ。チョッパー出てきたんだけど、チョッパーいるってマジ？俺たちのチョッパーじゃん。チョッパー強え。LMG の中だとチョッパーガチであれらしいからな。でも珍しいぞ。チョッパーなら UN が強いと思うけどな、確かに。でもチョッパー、でもこの人たちはチョッパーに可能性を感じたんでしょ。やべ、延々とリスクルするにはチョッパーが強いってことか。リロードしなくていいかな。ほぼリロードしなくていいし、まあ、ここまで取れてるからちょっとリスキルきついよね。でも殺せてねえからリスしてねえから大変かな。甘えねえな。これ相手のリスキル待ちか。You feel like that maybe there has to be at least a commitment to come through pillars, if not over by art. There are two players for Powerhouse that are lurking over there. Sniper here for Sun, trying to work his way for the pick, but the cleanup on the flank is just too good. B 勝てんだよな、基本。A considerable amount of time, and Powerhouse not only have shaved the clock, but they've also mitigated the life lead. どうすんだろう、これ無理やり入るのかな。この後ろの人に気づけてねえから。いや、これ結構長引いてるから来そうなんだよな、例の大マシンが。やっぱ来たわ。こっからオペスキうまく使う大会ですね。いや、うまいうまいうまい。でも相手もね、オペスキ溜まってると思うんだよな。オペスキ溜まってると思うから、ここでオペスキうまく使われたら負けなんだよな。大会いると時々いる変な武器いいよね。あー、オペスキ使わねえか。いや、64なら使うわ。それ64ひっくり返るからな。Can anybody get on the control zone? Currently, at least towing their way around the ring. Hold on. Sun, G-Nan, they're actually able to find the kills. It's now a 3v3 on the map. You have to try to contest. 2 seconds are all you need. Contested time is not going to be good enough, but the kills might be right in front of you. このうちめっちゃ重要だぞ。これ取り切んの？いや、これ取り切るんすか？いや、来た！ここでの大マシンはきつい。はよ行かないといけないけど、いやー、これマジで勝つんか。
よく6-3から勝ったな。あれオペスキなしだもんな、ほぼ6-3で勝ったの。M21DBR はちょっと無理ですよ。ちょっとポテンシャルがなくね。ポテンシャルがないっすね。ただね、M21 を使うのはガチで XPR 使う気するんだよな。バトルワーの大会だってあるかもしんないけど。Trying to go for the same place, immediately pushes towards Alpha. No one's dead just yet, but look at Bingo already going to the sniper nest. There's gonna be pushing over the side ofいや、これ負けたの言ってえな、パワーハウス。Find the first blood onto Irfan and immediately try to push for more. Skirt is there at a distance, has the claw available. これリスキルってここ4人いんのやばくね。A4 人ってすごい珍しいな。これみんなで上がるってことなんかな、裏に。上がらないかな、みんなで。まあ、ここちょっとあれだよな。守り側は結構リスキルしづらいんだよな。まあ、すげえリスキルしてる人がいたけど。急ね、オペスキルを最後にバッて使ってたの全然なってないのかなと思ったらあんな、普通に。いいね、車で絶妙に見えないのいいね。あれ、俺リスキルゾーン来るぞ。あ、ここやばいんだよ。ここ枠から本当に。これ B 取れるんじゃね？ B 取れるんじゃね？あ、B もういいんだ。取らせるって感じなんか。パワーハウスは A を守るんだね。パワーじゃない、Q9 は。魔王で破壊するのが見たい。魔王はなんか誰かが使ってるやつ。この大会じゃないけど。Because Q9 used two of the operators in a questionable moment, if you were to ask me, actually. チョッパー消えたな。いや、ここのキルレースで6ぐらいやったらね、割と。いや、これはエロい。いや、これアナに使ってなかったか。ここはエロい。ここリスキルされるから、このリスキルしようとしたやつをぶち殺せたらでかいよね。いやー、この差はでもきついか、さすがに。いやー、大間使ったのがきついね、これ。急にやっぱ強えな。いいね、予測当たっちゃったよ。ここの A 硬くない？ A も B も1個だときついよ、やっぱコントロールは。まあでも、どっちも硬いと思う、割と。ランクまで一瞬で消されたせいで、あんまりみんなどっちが硬いのかよう分かってねえなと思うだけど。俺、ランクま勢からすると。まあ、ラグいのは、まあ、このゲーム、まあ、しゃあない。だからこの会場はあんま長くないと思うよ。オンラインだし、オフラインだし。強っ。よく今勝ったな。まあでももう時間ないし、行かざるを得ないんだけど、いやー、きついね。強いね、Q9。いやー、パワーハウスマジで。パワーハウス1個前でマジで勝ちたかったな。6-3でマジでもったいなかったよな。オペ好きなしであれだったもんな。いやこれね、これ大魔力取られてますよ。でもこれ大魔神あんま刺さんだそう。いやでも刺さりそう。これ空爆やばくない？みんなうますぎでしょ、大魔神。当たり前だけど。Is he impressive as far as these opening braces are concerned? First segment has already been locked in. Sun has the purifier out. Back kitchen trying to cause a little bit more. ここやばいですよ。リスキルされたら。これリスキルされたらやばいですよ。ここ湧くからね、マジで。早い。早い。去年何が強いんだこれ。やっぱ早いんだよな、動きが。全体的にやっぱ強ポジ取るのが早い。あ、やばいやばい。ここガチで地獄だからな、これ。リスキルされた時。どこも地獄だけどね。
gets a few bullets in, gets another kill with the operator, continues to be alive at a distance. これ一回なんか大会誰かね、オペスキ打ってる最中になんか普通に湧いてぶち殺されたからね。中国勢本末強いね。もうこれは、いやもうね、今回の大会っていうかこの2日目ね、なんかね、勝ってるチームひたすら勝ってんだよ。いや、これはもう殺しきるのも視野よな。いや、おま。でも分かんないぞ。95だとマジ分かんないよ、普通に。うまくオペスキ使われると負ける。上げれてないからね。でも1人でもこれ4になった時点でもうきついな。まだわかんないね。オペスキ誰か持ってないかな。Players not able to get closer towards this control zone and try to stall out the clock. They're just trying to hold on inside the kitchen, but it's easy reads coming through from Q9. 3 plays up against 9. いやー、強えな Q9。Even more so through the full side. Last player that's down over there would be shut up, and he has to go massive for his team. Bingo, Irfan. We'll be seeing you later. Last player's live. Shut up inside the city, and he cannot exit. いやー、Q9 強かったな。In the control for Q9 Club, a clean sweep in their opening best. いや、Q9 強かったね。いや、今日の大会 3-0、3-0、3-0 ってのやばいな。今日 3-0、3-0、3-0 っすわ。一回も混戦ないんだよな。最速にも大会が進みます。弾薬箱はね、各愛用家にはおすすめだよ。まあ、キネティックもいいけど。いや、LG もね、まあ、ボルトは1本取ったし、なんか、1日目はこんな、Q9 もね、まあ、取られたしな、ボルブンに。だからまああれなんだよね。1日目は意外と接戦したんだけど、だからさ、3日目なんかあれかもしれない。1日目長かったからみんな疲れが出て体力が多いチームが勝ってるのかもしれない。最後は体力勝負みたいな。意外とある。実力も体力だから。14。多分本日は多分次の試合が最終試合ですね。で、明日準決勝と多分準決勝やって1位決定戦やって3位決定戦もやるんかな。多分。Well, I mean, I feel like Glitter said it perfectly. The way that these three have won is not by a little bit. It's not by a single decisive play, but across the board how dominant they are being against other top 8 players. いや、今までやったゲームで一番愛してるのは COD4 だわ。いや、コットンモバイルも好きなんだけど、やっぱ COD4 が生まれて初めてやったゲームだから、COD4 一番愛してるし、やってる期間も COD4 が一番長いんじゃない？コットンモバイル4年でしょ？4年とか3年だよね。COD4 はもう少しやってる。5年ぐらいやってるから、もう1年やれば COD モバイルの方が愛すかもしれないけど、コットン4はずっとクラン戦も含めてやったからな。いや、なんかジジイの話になってるけど、マジで COD4 のクラン戦はこれより長かったからな。これ1試合だって15分ぐらいで終わるっしょ、なんだかんだ。コットン4のクラン戦ってさ、1試合30分かかったんだよ。やばくない？ 1試合1マップだ。1マップ30分かかるんだよ。やばくない？普通に。珍しい武器いたよ。チョッパーがいた。チョッパーガチで珍しい。だから BO5 とかやるとさ、BO5 とかだとあれなんだよ。1試合2時間ぐらいかかる。1試合2時間って狂気のことだよ。野球っすかって感じだけど。
旧 MW2 とかやらなかったの？いや、そうだね。MW2 は前ちょっとはやったんだけど、ホット4だったな。MW2 はグレーポン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 で楽しんでた。いや、それを考えるとやっぱ今のゲームはなんかちゃんとやる人っていうかね、試合進んでるよね。それ1試合さ、だってなんで長かったかっていうと、13本選手だったんだよ。いや違う、13本なんだよ。24ラウンドやってて、13本選手で、引き分けがあったの、普通に。だから BO3 とかで引き分けがあるじゃん。で引き分けると、その幻の4マップ目が来て、4マップ目が最初10ラウンド制で6本取ったら勝ちで、5-5になると一生続くっていう地獄のシステムだったから、やばかったんだよ。現代の飽き性の若者にはできないね。飽き性っていうか、ちょっといや、あれはね、なんか耐久ゲー要素だった。あれはね、耐久ゲー要素だった。さっきのラウンド、いや、ラウンド自体はね、短いんですよ。1分半しかなくて、その代わりラウンド数がめっちゃ多かった。そんな長いのに大会成立するの？いや、だから大会がだから決勝戦2時間とかアーカイブ見るとなんか平気で何時間とかやってて、決勝戦、まあ長引いた場合だよ、2時間は。だいたい1時間ぐらいで終わるんだけど、1時間半ぐらい。俺も大会そんな勝ってないけど、出た時はどうだろう。まあ1試合に30分は絶対かかったよね。2マップだって1時間は全然あると思う。で3マップだとまあ1時間は超えるね。だから選手も、まあ、オンラインってあるけど疲れるよね、普通に。疲れるよ。だからね、結構絶望感あるんだよな。13本選手だからさ、強いチームと当たった時に10-0とかになるのね。うわ、10-0ってどうやって返すしかもさ、ラウンド数長いからさ、何ラウンドだっけな、12ラウンドやって攻守が交代するんで、だから12、わかる？ 12-1 とかあるんだよ。12-0 か。12-0でポイって返されるから、だから勝つためには、はい、これ12本連続で取ってくださいね、みたいな。12-0 でポイって返攻守がだって攻守が変わるのが12だから、6-6ぐらいだったらいいんだよ。7-8とか。12-0 ポイって返されると、12本連続で取った場合引き分けになる。トイレ休憩ないから、普通に。途中でノーシトスするラウンドありそう。いや、もうラッシュがエグかったね。トロフィーがないんだよ、その昔のクラン戦って。トロフィーがないからグレネードがマジでグレネードの避け方が上を見て避けろだったのね。その空見るとグレネードが見えてくるじゃん。それを見て SMG 担当の人は避けなきゃいけなくて、あとジャンプの飛距離が伸びるテクニックがあったんだけど、その伸びるってのが、そのみんなが思ってる伸びるっていうのはちょい伸びるレロじゃなくて、普通に最速が変わるんだよ、 SMG の最速が。なんか練習するとなんか冗談抜き10メートル単位で飛距離伸びたのね、ジャンプが練習すると。だからそのSMG 担当の人はジャンプが上手くてなおかつその上からグレネード避けれます、エイムが良くないといけなくて、とんでもない技量が求められた。それがでも面白かったよね。いや、コット4のクランスが一番面白かったな、正直。やっててはな。ひたすらジャンプの練習したからね、5時間ぐらい。それでも全然うまくなるんだよな。あとグレネードの定点グレがやっぱ多かったな。あ、そう、リンがあったからな。あと、ハンドガンがね、全距離3撃のハンドガンがあったから、全距離ね。
から SMG でも遠距離舐めてると普通にアサルト負けるんだよね。ポンポンってぶち殺されるから。中距離ぐらいの逃げ切り死ぬハンドガンがあってから、デザートイーグル進化版みたいなのがあってから、デザートイーグルだな。しかもレートがね、多分ね、今のデザートイーグルの3倍ぐらいのレートで撃ってくるから、PC 版だけだったね。そう、PC 版しかできなかった。みんなキルタイム、なんかフェネックとかそのレベルじゃないから、フェネックよりか SMG キルタイム早いんだよな。コット4のキルタイムって、データで言ってわかる。0.12 秒で死ぬんだよ。SMG が確か。0.12 秒で死ぬから、近距離。アサルトとか普通になんか、2人ぐらい持っていかれるけど、でもスナイパーがその代わり、コシラム打っても大体真ん中飛んでったから、近距離だとコシラム SMG がコシラムスナイパーに分からせられるとかあったからね。やばくね？なんかぶち殺してやるスナイパーと思って近づいたら、殺された後、レート1250のデザートイーグルが、近距離逃げ切りぶち殺してくるから、コット4のデザートイーグルってあれなんだよね。ちゃんと当てれば、今、コットモバイルのフェニックが強いんだよな。だからそれがやばかったな。懐かしいな。いろいろと。もう一回やりたいけどね。まあでも、今じゃ入らんと思う。ちょっと長すぎるよ、1試合が。1試合30分とかみんな嫌でしょ、普通に。どうするランクマッチのサーチ、これから1試合30分になりますとか。多分みんな逃げるでしょ、普通に。1試合30分のサーチやります、皆さん。やりますか？耐えれますか、皆さんは。1試合30分のサーチに。コットモバイルに。しかも12-0でも、辛い。途中抜けと、しかも30分って言うけど、実はこれ、講師を決めるライフラウンドっていうのがあるんですよ、実は。まあ、それは簡単なんだけど、始まる前に、そのナイフで、切り合って近くで、切り合った結果、勝ったチームが講師の選べるってなのね。だから負けると、振り側やらされるから、これ結構重要だから、それ含めて5分ぐらいナイフラウンド 2分ぐらいかかるから、だから最大32分ぐらい。ナイフも結構重要な技術だよ。何試合するんだよ。違う。最初のナイフで切り合って勝ちます。大会だと。それで勝った側が講師を選ぶ権利を得ます。で、で、24ラウンドが始まりますって感じ。だから何12分ぐらい。その代わり1分半だからね。ガンスミスこんなこだわり必要ある？いやね、MW、本家のね、ガンスミスはね、クソだるいことで有名なんですけど、コットモバイルよりか。いやね、あれはね、もうレベル上げ以外のやる要素がないんですよね、実は。本家は。あんまり。本家ってレベル上げ抜くと明細しかないんですよ。どういうことかっていうと、コットモバイルはランクマがあるじゃないですか。一応。まあ、クソ簡単って言われてるけど、一応レジェンドがあるじゃん。本家って、ランクマがあんま、特殊ルールなんだよね。だからどちらかっていうと、通常マッチが、ボットがいないから、コットモバイルで主流だからさ、となるとやることがそこまで明確になくてですね、その後武器明細をやらない人にとっては、解除するともう、特にやることが終わるんで、だから解除がクソだるくなってるっていうのがそういう理由だと思う。絶対途中で用事できる。でも、クラン戦ってか練習試合みたいな。練習試合ってそれ3マップぐらい練習試合って言ったから普通にやりだって毎日3時間ぐらいはやっぱやるよね。まあトイレはね、トイレはまあ割と大丈夫だったな。いや、それよりもね、もうなんか 11-0 ぐらいだともう絶望感があったわ。11ぐらい、あとナメプされるんだよね。もう弱すぎると。11-0だから。相手もね、飽きてきてナメプしてくるからな。別に仲良くなくても。コット4のナメプはマジでやばかった。コット4のナメプはいろいろあってからね。ボム設置しないとか、ハンドガンだけでやるとか、あとマップ名称を探すとか、ひたすらジャンプの練習するみたいな、いろんなナメプのパターンがあってから。
机の下にペットボトル置いてきた。でも2時間経ってるやでもね、試合と試合の間にちょっと休憩あるから、それで一瞬で行く。あと死んでる時とか。試合途中の練習、練習。というのもやっぱクラン戦自体も長いから、そのコットモバイルのクラン戦とかだとさ、まあハーポドいろいろあるけど、サージだともう結構分かりきってる時あるんだよね。強いチームに勝てないんですよマジで。だからきついんで、実力差がやばかったな。でもね、逆に言うと 11-0 から 11-11 とかに盛り返した時のその盛り上がりはやばかったよ。クロスファイヤーとか地獄だったからね。クロスファイヤーのクラン戦ってコット4の頃ってコットモバイル以上に地獄で、コットモバイルってトロフィー炊けるじゃん。でコット4ってトロフィーないから炊けないんだよね。ってことどういうことかっていうと、B 側ボム設置する人ってクロスファイヤーあれね、ボム避けなきゃいけなかったんだよ。あと壁抜きがコット4の100倍広かったから。でもね、壁抜きね、壁抜いても当たってもねヒットマーク出ないんだよコット4のクラン戦って。どういうことかっていうと、壁越しだとヒットマーク出ねえから適当に打たなきゃいけないんだよね。そこは難しかった。そこは面白かった。ボム設置する人だから地獄だったのがクロスファイヤー。上を見ながらボムが来るの、グレネードが来たのを目で見て逃げながら壁抜きもコット4の兵士ってくねくね避けれるのね。リーンって言って避けれたから、それ駆使してその銃弾も避けなきゃダメだった。壁抜きから避けてグレネードを見て、それで3回ぐらいフェイクかけるんだよクロスファイヤー。1回フェイクかけるじゃん。でグレネード飛んでくるじゃん、避けます。で2回目、これ大丈夫かと思ったらちょっと油断してるとブーってくるんで、やべえやるじゃんこれで。時間かけすぎると1分半だから時間なくなるのよ、そのフェイクばっかりしてると。で残り30秒ぐらいだとひたすらバーって打ってくるから、それを避けなきゃいけないっていう。ボム設置役はしかも失敗するとみたいな、なんでお前避けねえんだよボムみたいな。赤のスプレーの負けたチーム、俺がこれでもよくない？負けたチームの罰をすっていう、これエンタメとしては俺必要だと思うわ。俺これ結構擁護したい。日本の他芸でもやってほしい。むしろやって炎上しよう。いやどうする？なんか他ゲーでさ、なんか大会とかあるよね。その大会とかでさ、バトロワとかやばすぎ、全部バトロワちょっと無理だけど、この相手のロゴ消すエースあったらバチクソ炎上しそうだな。So we need to give a huge thank you to our presenting partner, Samsung, for providing devices with top-tier performance, crystal clear displays, and lightning-fast response times. The Samsung Galaxy S23 series has the ちなみにでもあれだったよね、コット4の時は本当にやむを得ない時はタイムっていうのがあったんだよな、システム上。実は。だから最悪大丈夫だった、実は。タイム、片方のチームがボタンを押すと、試合自体が強制的に試合自体がポチって止まるみたいな仕組みがあって、それで止められたタイムがあった。何回か制限はあったけどね。オリンピックで国旗に罰してほしい。国旗はやばい。国旗はやばい。オリンピックはダメだと思う。国旗にやるとバチで国粋派が起こるから、国の。はみたいな。お前やったかみたいな。国旗はやばい。国旗はやばい。戦争なる。大使は召喚されそう。はみたいな。なんか平和の祭典のオリンピックでそれはやばいな。まあでもエンタメとしてはさ、e スポーツはいいんじゃない？
I think this is going to be a very fun one, specifically for Tribe, considering the entire roster changes they were able to have for them. 最近したんだけどさ、あれらしいもんね、日の丸とかさ、日の丸ってさ、丸の位置さ、真ん中かと思ったら地味に違うらしいよな。なんか日の丸の丸の位置って地味に真ん中じゃないってのを聞いたわ。なんか指定があるらしいよね、なんか微妙にあれ細かな。日の丸はわりかし覚えやすい方の国旗だと思う。太陽だしな。太陽は結構人気だからな、国旗の種類としては。他の国でもどこだっけなあったし、月も意外と日の丸描きやすいよね。特に色に意味ないし、ヨーロッパの国だとね、色になんか一つ一つ意味あるから意外と覚えると大変なんだけど、日の丸の赤自体には本当太陽以外の意味あるかな。白。中国の国旗も描きやすいと思うわ。結構やっぱボルブス中国やっぱあったか。中国の国旗も描きやすいと思う。韓国も。韓国はちょいむずいか。真ん中に書いたらなんだっけ、日の丸。日の丸1。One of the fan favorites and one of the biggest names in mobile. Say hello to Tribe Gaming. あ、合ってんだ。あ、違う違う、ごめん。真ん中は合ってるわ。円の中心が、旗の中心、真ん中は合ってんだけど、直径が縦の辺が横の辺の3分の2じゃないといけないんだ。そうだ、こっちだ。真ん中あったわ。真ん中でいいらしい。でもただし、竿とかにつける場合は縦の位置が10分の7にしなきゃいけないらしい。3色系は覚えにくい。フランスとか。でも大体でもね、ああいうのってね、なんか、色に意味あるからね。イギリスとかは意外と、あれ合体してるからね、国旗が。中国もシンプルだし、フランス国旗は一つ一つ意味あるよ。ドイツもあった気がする。黒は何とかみたいな。オーストラリアの国旗とかなんかちょっと難しいかもね。意外と豪華にやってるよね。まあ世界大会なんでね。いや、これどうなんだろう。3-0で終わるんかな。サムスングギャラクシー。ザイイケメンだな。俺もイケメンになりてえな。ちゃんと眉毛整えとる。えらい。眉毛って整えるのだるすぎない？もう整えてないけど。眉毛って整えるとだるすぎない？意外と。プロゲーマーって顔出しないといけないの嫌な人、それはそうでいるだろうね。所以说这一次他们估计会就是主要研究我们战队，所以说他们就比较惧怕。The West。我认为我们队伍的仔是队伍里我们最强的那个人，因为我们很多的战术打法
其实都是因为他的枪法都是特别硬的，然后就去特别定制的，所以我认为在综合实力上面仔是比较强的。クリグミシック最強時代か。黒なんだな。こういう当時覆面したらかっこよくね。でもさ、試合中どうせ外さない？見づらいし、覆面とか。ここで覆面外す的な演出？でも次のウォルブスの PV 来たから次はあれか。トライブのここね、マジで強かったね。ボルトと当たった時トライブはマジで強かったな。次ボルト、来年ボルト行ったら和服着てもらうようにする。和服とかいうとんでもねえ傷で民族衣装。和服ってマジで傷だよな。着たことないけど傷。いやどうだろう、七五三で着たことあるのかな、わかんない、覚えてない。和服ってマジで男着たことない人いるだろう。和服ってみんな着たことある？俺和服着たこと記憶ないんだよな。和服ってさ、意外と男って着たことない人いるよね。なんか女性だったら意外とさ、成人式とかなんかで絶対着るけど、男だとなんか花火大会でもまあ着るんか。男でも着る？女性の人は結構着てる人いるけど、男着る？着るんか。結婚式でいや結婚式で着る？今納得しかけてるよ。結婚式でも着るかな。スーツとかじゃない？タキシードとか。And we've talked about, or at least we mentioned it at the very beginning of the show, if Tribe is able to make their way through, then there is a possibility where we see. ああ、神社でもあるんだ、結婚式って。祭りで一回来た。へえ。男に女を女性っていいしのなんかコンプレ意識ってそうで笑った。偉いだろ。偉い。コンプレ意識してて褒めろよ。このちゃんと女性。男と男は男、女は女性。偉い。みんな褒めて、このコンプレ意識の高さに。ちゃんとクリーンな配信だから。これ一応同時配信なんで。普段だったら言うかもしれないけど、普通に。クリーンな配信なんでコンプレを意識した。こんにちは、初見です。チャンネル登録しました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。I'm solo. I play for Tribe Gaming. I'm the IGL/team captain. 強そう。For me, I've always tried to keep it as simple as possible. Like, no matter what team I'm on, めっちゃ赤いしな。読み方を分けての男女差別でしょって怒られるでしょ。もうじゃあな、人間って呼ぶか、おい人間って。男も男性って呼ぶってことか。なるほどね。男性と女性、確かに。それは一理あるかも。強そう、物理。筋肉すごかったしな。体でかいし。パーマかけとる。おしゃれやな。俺一回、ちょっと軽めのパーマかけたことあるんだけど、軽めすぎて誰も気づかなかった。軽めのパーマと軽めのさ髪染めるってマジで意味ないだなと思った。誰も気づかなかった。本当に悲しすぎた。かけるならちゃんとかけた方がいいと後悔したね。それ以外は何もかけてないけど。男性、女性、視聴者さんね。視聴者さんは絶対言わん。視聴者。リスナー。
いやでもね、なんか視聴者さんって言ってもいいんだけどさ、なんかさ、なんかのコメントでさ、視聴者さんって言ってないことがさ、俺たちなんか見下してるように聞こえるみたいなこと言われてさ、なんかさ、見下してるみたいなコメントが他の配信者のやつ、配信者じゃないな、動画のコメント欄であってさ、そんなかと思った。視聴者さんってなんかどんだけさん付けしてほしいんだと思った。そっちも名前で呼びゃ別に俺、田中で呼びゃいいしみたいな。田中キッズ。逆になんか視聴者さんって言葉がすごい俺ゾワゾワするわ。Very much so the case, and I think the thing about it is there's not really a guaranteed pathway in this particular matchup based on how they face head to head. 昨日寝てもう CP もそうだね、そろそろこの試合4試合目だから発表せんとな。ドライブゲーミングこれで勝ってんのすごくね。これで上がってきたのなんかもう不屈のチームって感じだよな。スパチャすらしないね、傲慢な視聴者さんが多いね。スパチャすらしないね、傲慢な炎上しそう。スパチャってマジでなんか一般名詞化したよな。普通にどこでも通じるでしょと思ったけど、あんま年齢層違うと通じないです。アシエンダ、メルトダウン、スタンドオフか。やべえ、マジで腹減ってきた。いやでも今米食べたら太るよな。もうなんかネット小説とかでもスパチャなんかスパチャって表現避けてる時あるからね。投げ銭とか言ったり。最後に野菜食えばゼロカロリー。本当にそれだったらいいのにね。でも太っていくんだよな。かっこいい。人間の体は都合よくできてないんですよな。腹パンするしかねえな、自分で自分を。かっけえ今の指振りかっこいいね。俺も指振ってみたけど誰も反応なかった。いや俺の予想だとね、いやこのウォルブスが勝つんじゃねえかなと思うんだよな。いやウォルブスでウルブスだ。ウルブスが勝つんじゃねえかな。一回拠点を取ります。まあ、ここね結構ちゃんと拠点取らないと拠点取られないっぽいからな。トライブ勝ってんのか。トライブあれかいな、これ多分一番最も試合をやってるチームの一つだからな。5試合ぐらいやってるからこのチーム。アーム戦闘経験者高いんだよな、世界大会でも。やっぱウルフ強えな。いやまあここ後半だからな。後半のウォーマシンとアナイアレーターでいかにご了するかってマップだからな。ここイコライザーあんま強くね。試合慣れは大事だね、本当に。5試合やってるからね、ウルブスは。単純に試合数が多い。だからパーセンテージが下がっちゃうんだと思う。3勝連続で勝ち上がったチームは、やっぱ試合数自体多いけど、少ないから、パーセンテージ安定するからな。いやでもここまで上げてるし、強い。エルカーマジ評価されてるよな。サブ武器だとエルカーとボクシングマシンと 50GS の3択だわ。みんな同じ武器ばっかりとかじゃないんじゃない？そうだね。グラウとフェネックとあと意外と R90 がいる。
RQ ズラ意外とマジでいる。チームによってはマジでめっちゃ出してくる。メルトダウンで RQ ズラ出してくるチームもいる。RQ ズラガチで信頼されてるから。いや、むずいんだよね、RQ ズラをランクまで使うと。RQ ズラはね、でもこの大会見て思うけど、奇跡起こすべきで奇跡も起こされる。当たんないときやっぱ当たんねえから。プロでもエイムちょっと、エイム難しいときあるから。武器の多様性ある。でも、チョッパー出した Q9 はすごかったけどね。あれもマジで、チョッパーなんで採用したのか分からんけど、強かった。刺さって。強い。いやでもこれこうなると結局のところ最後ピューリーウォートうまく使わなかったな。オペレータースキルをうまく使った方が勝ちの試合になりますね。接戦になればなるほどオペレータースキルで差を分けるからな。でもローって今回速いのはウルブス。トライブが負けてるけどオペスキャラもどっちも使ったからね。このカバー速い。スパルうまく使えなかったね。いいんじゃねこれトライブ。いやこのオペスキ刺さりそう。いやでも1個か。1キルじゃ惜しいんだよな。やっぱ5キルぐらいしてもうで5キルはちょっと欲張りすぎるけど、まあ、3キル2キルはしたよね。そうね、ここまで譲らないのお互い珍しいな。3試合 3-0 でどっちも勝ってるからな。トライブこれ 2-3 ぐらいで勝ったらなんか接戦迷信メーカーみたいなの。接戦迷信メーカーみたいな。まあここ拠点ぶっ破マップらしいから拠点ぶっ破できないと負けんよな。勝ってる。いやーこれ取れんかな。いやでも拠点がちょっとねお互いねやっぱ取りきれてない感はあるよね。こういう時はもう最初から言ってる通り本当にマジでこのオペスキが刺さるかどうかなんで、このオペスキ刺さっかな。刺さりそうじゃね。いやオペスキがなオペスキを上手に使うゲームだからね。これマジでお互い譲らんな。全然お互いガチで譲らん。この 4試合目にして初めてのここまでの接戦が来てる。いやお互いねオペスキがね 100% 活用できてるわけじゃないんだよね。だからこそ接戦が起きてるけどローテーションの速さもね割と同等ぐらいで、これマジでねこのまま行くんじゃねえか。250ギリギリまで。でウルブスローテーションしたね。このローテーションしたけどトライブも今ローテーションしてるから、これ今1の人レベロさんがどれだけ
活躍するからけど死んじゃって、でもこのイコライザー刺さるんじゃねえか。このイコライザー、いやマジでそれ当たんの？いや、ここのねアナイアレーターはね結構ガン待ちじゃないとあんま強くないんだよな、このレベルになると。でもトライブがあれだね、ちょっとなんでこんなちょっと差がつき出してんね。うめえ。いやでもウルブスかつて予測した俺からするとウルブスが勝ってほしいな予想が外れるときついわ。これはね、ローテーション自体はやっぱりローテーション自体はねちょっとウルブスの方が早いんですよね。でもトライブがそれを取り返しちゃってるから問題ねえみたいな。ほらウルブスが若干早いんだけどね今回も。トライブだ。めっちゃ興奮してる実況が。きついか。いやーウルブス勝ってほしいね。待って俺の予想外れちゃってんじゃん。俺結構当たってんだけど今回勝つチーム。トライブ勝つと唯一外したみたいになる。外したくね俺は。勝ってくるウルブス。なんでだろう、ウルブスの方がローテーション自体は結構早い気すんだよな。でもなんか拠点自体は早いんだけどいつの間にか取り返されちゃってる。ほらほら見て、ウルブスの方からこれは同時ぐらいか。いやでもちょっと早いじゃんこれもほら。でもねこの後なんかねトライブ見てうまく挟むよね毎回。でもトライブ優勝候補らしいからな正直。でもローテ取り返した後でトライブの方が火力はありそう正直。こっからね安心してください。こっから本当にオペス決まるとでも50ぐらい差は結構ひっくり返る。いやもうこれあれだね、もう本当にもう拠点無理やり取る気だね。これスモークなくもうお互い見えてないっしょ。いやーでも次今日取るか。トライブの方が今回早い。いやここの強ポジマジできついんだよな。でも裏リソース潰せてるんじゃん。この車めっちゃ強い。あでもねここでも来た。これワンチャンあるよ。オペスキうまく使えてるからね。これワンチャンあるよマジで。オペスキうまく使えてるから。それ当たるんか。本当にオペスキ嫌だからマジで。オペスキをうまく使えないと負け。俺がよくランクマッチでアナイアレーターのうまく打つゲームって言うけどこれ立証されたな。ほらこれ逆に大マシンで取り返されてるから。取り返して結構使っちゃったんだよね多分。いやトライブ早えな。いやウルブスか。ウルブス早えなやっぱ。いやーこれウルブスねこれワンチャンあるぞ。これ待って、これ本当にオペレートスキルうまく使えてる。ウルブスねなんかね確かねどこだっけ99相手に、いや逆かウルブスがやられたんか。ウルブスがやったんかな。249と250で負けたんだよなどっちかが。
これきついんじゃないか。やっぱオペスキうまく使った方が勝つわ。やっぱ俺ウルブスな俺のウルブス勝つだろこれ。あれな俺のウルブス勝つだろ。やっぱ俺の読み当たってたんだよな。天才と言ってほしい。天才と言ってほしいねこれは。でもウルブス勝ったと思ってるけどね。ほらな、俺信じてたんだよな。ウルブスはハーポドミネが強いからな。あら余計なこと。やべオペスキをうまく使うゲームにと。いやオペスキがある。これオペスなオペな待ってほらなオペスキが重要。ウルブスが勝つ。ウルブスのがローテ早い。俺の読みが天才ってことよこれ。すべて読みが当たった。まあ実質俺の勝利と言ってもいいぐらい。まあやっぱ分かる人は見えてんだよね先が。ちょっと最後ヒヤリとしたけど、でもやっぱでもさ、本当ハーポとオペスキゲーだよな。そうオペスキが最後決まるって読んでたんだよ。ほらコーチも言ってるよ、やっぱ大マシン強えなって。今さちょっと悲しい事件起きたの言っていい？今さふと手を見たら抜け毛があったんだけど、俺ハゲるってこと？俺今ふと手を見たら抜け毛があったんだけど、俺ハゲるってこと？これそろそろハゲるってこと？いやこれウルブスの勝利に毛を捧げたわ。日本だとこれはなんか祝うとき毛捧げるじゃん。まあでも俺お父さん髪のふさふさだから、おじいちゃんちょっとハゲてるけど、おじいちゃん結構頑張って抵抗してるから、お父さんはハゲてない、ふさふさ。おじいちゃんは母方のおじいちゃんがちょっとハゲとるけど、で父方のおじいちゃんは知らん。母方の祖父の遺伝だし、あれそれ嘘だから。それ最近の科学研究で否定されて、お父さんが全てっていう原因があった。CP 配布終わった？終わってないです、実は。いやウルブス強かったね。次ラウンド取ったらウルブスコーチいる。水変えてきてる。どういうことやの？水渡したのか。開けてってことか。Problem now is they didn't win their hard point, and the things start to look very dire in terms of how do you find a way to steal 3 maps somewhere in the mix here against a Wolves. やっぱこのコーチ担当強いよな、いるの、アナリスト的な。戦争行く男に渡す守りに女性は、へえ、そんななんだ。受け入れたみたいな。Kagendra out of the water, 7-2 was that final scoreline in recency. Not to mention, I mean, let's just call it luck. 何を言ってんだろう、このままいけるぞみたいな。めっちゃ緊張してるね、やっぱ。遠くを見つめてるよ。やっぱオフライン大会緊張するだろうしな。Going through the canals of my brain here, like thinking back to Tribe in particular on this map, and it's either hot or cold. And it's not just by instance of them playing it. Sometimes they have a super hot first half and a super cold second half. So
It's not a convincing map for Tribe in any form. It's their most played, sure, but there's nothing Tribe out there Gaming that has me going and saying this is how Tribe for sure win this map, especially against a Wolves team that has looked really solid on it as well. Well, take it as what happened yesterday. Even this was the いやーでもあれだな、次のねサーチはねウルブスちょっと苦手っていうかあんま普通らしい噂だと。なんかウルブスが強いのはハーポゾミレで9-9はサーチが強いっての情報で聞いた。トライブねサーチめっちゃ強いんだよな逆に。次の勝者はね逆にトライブだと思う俺は。次はねこのねトライブが勝つと思う。申し訳ない。俺はちょっとやっぱ読みは公正にいけないからな。次はねトライブが勝ちそうな気するんだよね。で 1-0 でコントロールでちょっとわかんねえなこれ見てみないと。まあサーチとサーチは本当に実力ゲー。結構サーチとハーポは違う要素あるからな。どっちも実力なんだけど違う要素がある。これねちょっとウルブスあら待ってかそうなんだよなウルブスがクソってちょっと変えようかな。あでもほらトライブやな言っただろやる男なんだよスペースはな。リアルファイトしたらどうだろう。リアルファイトしたらどっちが勝つか。Clock favors Wolves. Space. Awkward battle. And says, all right, you go down to the tunnel. I'm going to go help my teammate over here. Oh, Neon able to find the kill. Just down to one. S-Thug. いや、これきついね。川入れなかったから。時間ねえからな。歩いたら、ギリ、クリアリングする時間。うまっ！やっぱちょっとウルブスにしようかな。いやでもやっぱ俺トライブ信じてるから、このサーチでは。サーチだったらね、トライブとどっかがね、オーバータイムいって、10ラウンドぐらいやってるかな。合計20ラウンドだ。20ラウンドぐらいやった。いやでもね、トライブ、まあこれ攻め有利だからね、言うて。実はね、ここ攻め有利なんで、攻めが勝つのは、まあ必然の利。守り代わりいかに取るかってマップだから。リアルファイトでもどっちで勝つんだろうな。それボクシングの僕らボクシングもルールがあるからな。それ喧嘩の世界だ。これお互いカバーでき強気っすね。スナイパーキングこの人強い人だ。いや、これちょっと気づけないっしょ。気づけるのかな。マジウルブス強いんだけど、でも本当に攻め有利なんで、ここ大丈夫な気するんだよな。守りで1本取れたらいいんじゃない？俺は予想変えね。守りで1本取れたらいいと思う。いやー、これででも一人も欠けてないで守れてるから。いやでもねこれ本当にさっき何回も言ってるけどトライブの予想はこっからね1本ぐらい取って守りって6本選手が数ね。ハープを当てた俺を信じろ。King also gets a read in the player mid-map. That's good information for the post-plant defenders inside the site. In particular, it's Peg. いや、これちょっと時間がもうないな。More play from Herbalo.
強い。いやマジか。こんなウルブス強いのか。まあ、みんなのトライブ予想ってしてたからな。負けたとしてもみんなの俺と対等な立場だから。5ね、やっぱね、なんかワンピックされてんだよね、毎回。それでやられてんだけど、ウルブスがめっちゃ攻め、すごいよね、これ見て。この真ん中ここまで来るんだよ、もう早すぎない。でこれでね、しかもね、いやらしいのがね、直線で向かわず、リスあたりでうろちょろするからね、後ろも気になってね、ほら見て、後ろも気になって殺せないんだよな。タイミングずらすのがマジでうめえ。一本取りたいね、守り側で。僕はずっとウルブス勝つと思ってましたよ。すごい良すぎる。トライブ勝ったらコメント撤回して、俺はトライブ勝つと信じてましたよみたいなこと言いそう。いやね、難しいぞ俺。4-2だからな。あーでもこれも逃げる。俺だったら逃げるな。逃げないんだ。ウルブスめっちゃ攻めっすね。この次、この2本取ってる間に取りたいっすね。この2本取ってる間に1本だけでいいから取りたい。1本取るだけで防衛側は全然強いと思う。いや、ウルブス B か。今回削れてないで時間かかってるからね。さすがに取れるんじゃね、トライブ。でもね、B に行ってることにあまり気づけてないから、気づけてない、寄ってないから、まあ、ここの攻め有利なところってこれなんだよな。なんか、片方側に寄ってなおかつ、固められるくせにマップひれえから、その片方側に防衛側を寄りきれないっていうのはむずいよな。このグレーのなんだ？やばくね今のグレー。マジかよ。マジかよ。あれ勝つんか。やばすぎでしょ。ヘッグって人。今勝つんすか。これはちょっとかわいそうだわ。0点ぐらいあるんだな。もう1本取られたトライバー焦りがです。俺も焦ってるから今。やっぱ1本取れてないとね、なんか攻め側もなんか攻め難しいといえ、なんか間違って取れることだからな、普通に。やっぱ1本は取りたいな。1本は取らないときついと思う。6-6で返したらすごいけどね。それでデュースいったら。まあこれで A がぶっ破できんのが攻め側の有利。ほんときついね、メルトダウンって。分散させなきゃいけないのに、守り側。攻め側1点突破でいける可能性があって、なおかつ寄りにくいっていうのは難しいよな。Offensive nades being tossed over towards middle, and keep your eye on number 4 in yellow. King is deep in towards mid at the moment. Does he check this corner? No, not quite. So a bit of hesitancy here from Wolves have actually kind of given a lifeline back over to Tribe. グリあるんですか。これ一番ほら1本取ったらワンチャンあるよ。3号だしね、削りきらえない勝ちだね。マジか。マジか。いやでもこれ気づけてない。これ真ん中来ることに気づいてない。これ気づいてない真ん中来ることに。気づいてないっしょこれ。これ気づいてる。いや見えた今。なんだその絵。いやこれおお。
トライバーやるんだよ。こういう時な。1取ったことによって、勝率がね、圧倒的に変わったわ。トライブの勝率今 60% ぐらいになりました。ちょっと 60% 思ったわ。これ攻め有利なんでね、ここから1本もう一気に、多分ノニがカバーし合って一気に死んだんだろう。今のところ予想通りですよ、これね。ちょっと予想外れるかもな。いや、3-1はワンチャンある、スナイパーは。拍手までしちゃって。いや、これちょっとマジか、ちょっと待って。ここで6-6まで返せるから。セミ有利なんで。セミ有利なんでね。Anyway, sure. Throw all the hay bales. Wolves, this is the we're better than you strategy. We're just gonna run. ペッグワイエ。いやー、マジか。まあでも、4-4だったら攻めが有利なんで。まあでも SR お互い残ってんだよな。さてどうすんだろう、トライブ。ウルブズマジで攻めるよね。いや、あれは抜けないっしょ、さすがに。このスモークがマジか。マジか。こんな強いのウルブス。これトライブだと思ったんだけどな、サーチ。いや、マジか。ちょっと。いやー、お前らも外したし、俺も外したな。みんな外しちゃったね。こんなウルブス強いと思わなかった。いやー、さすがにやっぱ5本取られたのきつかったが。攻め有利とはいえ。やっぱウルブスの方が早かったね、トライブ。なんだっけ、どのマップだっけな。いや、どう忘れした。マジでどう忘れしたね。ジジイラがどう忘れした。サミットじゃねえ。いや、マジでどう忘れした。スラムズか。スラムズの時はね、攻め良かったんだけどね、サーチが。今回ちょっとあれだったね、ウルブスの速さについてこれてない感があった。それが範囲だったんだろうな。2位取ってるとな、コントロールでちょっと心理的余裕あるかな。お前らも外したからセーフ感出すな。まあそう、実際そうだね。まあちょっと運が悪かったね。いやー、これは確かにな。いや、SMG がやばかったね、ウルブスの。なんか、ペックって人がマジでこの SMG、これマジでエグかったよ。なんか、シュンって出てぶち殺してったもんな。ガン待ちしてるところに、置いてるところに勝ってったから、あれやされたら無理よ。突破力やばかった。強ボジ転々してすごかったね。CP プレゼント参加方法はどうやってできますか。まあコード貼るんで、コード貼ったら俺が、まあ皆さん先着順でやってください。It is one of those things. Like, I again, after day one, going into day one, is talking a lot about how Wolves is a very one-dimensional team.
いやー、トライブあれだよな。2-0はちょっと全体的にきついね。ボム裏でスナイパー見ていたの勝っていたのすごい。あれはすごい。てか一人がね、スナイパーが圧かけながら SMG が前に前進して、さらにスナイパーが後ろからカバーするみたいな。あれうまかったわ。ここにコットの UID 貼ればよろしいですけど、それはダメでしょ。それはダメでしょ。君の UID まず正していけない。君が、なんか、なんでそう違うサイトがあるから、それ、この、引き換えセンターのここの UID に貼ってください。それでコードは後で、なんて言うんだろう。この後多分この4試合目なんだよ。まあ順当なタイミングで発表するんで、その時に、まあ、早い者勝ちなんで。UID 貼るとあなたのやつがバレちゃうんで貼らないでください、チャットには。チャット貼ってなんか変なことされても私は責任取れません。コードってどのくらい届くんですか？わからん。いや、てかみんなもらえるわけじゃないからね、3回も言ってるけど。1人しかもらえないから 5000CP。早い者勝ちよ。ふざけんなお前。お前知ってて貼って言ってんだよこれ。騒乱させるな。こいつあ、これ確信犯だろ。UID 貼らないでください。振りじゃないです。本当にね。貼ってなんか起きても責任取れません。で、ウルブス、この試合はウルブス勝つんじゃない？これ勝ち確の状況で予想しちゃったけど。敵減らそうとしてる。読み合いやめろ。ウルブスとトライブズが読み合いしてんだよ。なんでお前らがなんか新たな読み合い始めてんだよ。これ UID 貼って。お前らもトロフィーシステムやろうとするな。音消えたぞ。ウルブス乗ってんな。いや、ウルブスキロいるんだよな。いや、これね、これきついのがね、次ウォーマシン相手溜まってるんじゃねえか。ウォーマシンとか溜まってるから、それでぶっ破されて、前半やられて、スコアストリーク出されて、それの連鎖でやられるのきつい。a chance to have an advantage over one of the two zones. And Tribe have just completely neglected the right side of the map here defensively. They're so focused on the A break-off that now Wolves have not one, not two, but three members. いやー、これ速攻取るんか。音声バグってんな。ウルブスな、なんでこの、やべえな。いや、この B 買ってんだよな、ここ。まあでも取り返して、まあ、5取れたからいいって感じなんか。でもキングがね、リスキル入ってんだよな。もうリスキル入ってるって言うからウルブスやべえよ。ウルブスのリスキル耐性がやべえ。いや、このね、リスキルしてる人、これやっと殺したね。いや、リスキルされたのきついね。これどっちの予想でしたっけ？俺はウルブスで。俺ウルブス。これはウルブスだわ。さっき始まって対象ついた時点で予想してた。でこれね、ワンチャントライブあると思うんだよね、正直。ちょっと上げれたら分かんないぞ、片方側。セコ90。セコくね。いや、このウォーマシン刺さるかどうかだな。刺さったら分からん、正直。
あんま刺さんなかったからちょっときついかも。もう時間ねえからな。A か B 上げなきゃいけない。で、この時間ないとね、攻めがね、単調になると一瞬で殺されて終わるんだよな。と思ったけど、いや、ここでね、なんか、オペレーターシール使われたらどっちか使ったらやべえぞ。いや、使えないか。いや、トライブ側がね、オペ付き使ったらやべえぞ。あ、今のうまく使えたらちょっと違かったな。いや、これむずいね。これオペ付きやったらマジで使う価値あるぞ。いや、今のオペ付きもったいねえな、ピューリフォウォーター。マジでもったいねえ。ワンチャンあった。マジでもったいねえトライ今の。でもウルブス側が今の強かったな。ちゃんとぶち殺したもんな。まあ逆に言うとあの体力少ない状況で使わざるを得なかったっていうのがあるよな。いやー、この穴がえぐいですわ。いや、この穴えぐいですわ。きちリスキルグラビティボルテックスがもうきちいな。いやー、強えウルブス。このままウルブス勝つとね、3-0 で終わるよね、全試合。全試合 3-0 っすよ。やばくね。いやー、マジか。あ、でもでもトライブなんか巻き返してきてんね。なんだこれ。ちょっとわかんないぞ、これ。結構いい試合してんだけど、ウルブス側がね、主導権をね、離してないんだよね。ずっと、お、やっとなんだ。なんでキロ使ってんだろうな。まあ、ガンマチってことなんか、このウルブスのキングのリスキルがどれぐらいできるか。あ、キングでは違うか。キングリスキルを守ったんか。ここね、ここはオペレータースキル勝負です。ラストは。これあるぞ、あるぞ、トライブ側が。でもあると思う。オペ付き誰か撃って、トライブのこの大マシンが刺さるかどうかよ。刺さってない、一人殺して、ウルブス側のオペレータースキルが刺さるかどうか。いやー、ウルブス強えな。マジか。いやー、ウルブス強え。ウルブス強えな、マジで。こんな強えの。9-9ってウルブスやったと思うんだよな。やっぱこれもしかしたらあれはもう決勝ラウンド。決勝中国 VS 中国になるぞ、正直。だって全部だってさ、見て。勝ち上がったの LG、SPG、9-9。だからこれ中国3つだよ。やばくない？決勝ラウンド全部フェネック。でもこれで今日は終了だと思う。ということで、コードを発表したいと思います。皆さん、引き換えセンターの準備はできてますか？ここまで待ってくれた人、これから貼るコードをこの
コールオブデューティーコムレリプションセンターのとこに貼ってもらって UID は自分の打って、ここはもうこれ打ってもらって、UID を貼ればいいですかこのさ貼ればいいですか。俺そんなこと言ってるともう貼るぞ。今回はこのレディプションセンターに俺が今から貼るんで、それを皆さん自分で書いて打ち込んでください。いいですか。やりますよ。5時38分になってやります。もうずっと待ってくれた人にちょっと待つけど、待ちすぎるとね、ずっと待ってくれた人にちょっと不利になるから逆に。いくよ。5時38分になって打つよ。見えてる？貼ります。貼りました。今回のコードはこれです。これ皆さんコピーして貼ってください。貼れました。誰がいけるのか。画面荒くて見えない。いや、なことないでしょ。これ絶対ね、そんなことない。俺の誰が、まあそれも、まあみんな条件は同じなんで、言うて。このコードを見れた人は、誰が勝つんだ。当たった人コメント書いてほしいわ。これ打ち込んでるから、多分前よりかは、割と、その PC 有利じゃないと思う。スマホでもワンチャンあると思う。誰がフェネタイぐらい。そうだね。でも、まあフェネックだね、最強は。それかサーチだとローカス。これ誰か当たった？当たった人さ、コメントしてよ。まあ強制じゃないけど。当たったみんな。当たった人いない？そんな、すげえな。前はなんかコメント欄に貼ったらさ、一瞬でやられたけど、これにするだけで、みんな、拡大して見えるくね、普通に。これだよ、これだよ。当たった UID を貼らなくていいんだけど、コメントしてなんか当たったよ的なのが欲しい、正直。当たったらしい。40N さん。おめでとうございます。40N さんですね。ということで、今日は終わりました。ということで、配信も正直今日終えようかなという、多分これで終わりなんで。并没有什么特别的战术，就是我们全部选手 Cp 配布終加上わりました。我们新一期就能打败任何队伍。We don't actually have any special strategies or game. We are just playing all together, all our players and our coaches. 多分今日これで終わりだと When 思う。 we're all together, we're powerful, we're unstoppable. And King, one last question. If, or rather when you win, what will be the most ランクマ配信はね、明日は世界大会でしょ。で、多分月曜も疲れ果ててるから、多分明日も深夜だから、多分やんないで、やったとしても火曜以降っすね。まあちょっと、あれやりたいわ、ランクマの。这场比赛没有什么特别的意义嘛，因为这都是在我们的意料之内。
もらいたい人おめでとうございます。あ、ちなみにランクもあれはやりたい。ランク調査をやりたいよ。ランク調査。武器のランキング形式の動画ね。あれ十何時間ぐらいかかるクソだるい動画なんですけど、先シーズンちょっとサボったけど、今シーズンやるわ。まあ、グラウが、もう、それちょっと悩んでんのが、ミラティブの CP 配布あるじゃん。あれが終わってから調査ちょっとしてもいいかなっていう。グラウミシックみんな買うんじゃねっていう。スマホ1台待機しましたが長すぎて見た瞬間諦めました。いやでもさ、あの形式はね、ちょっと待ってください。皆さん思いやりがあるんですよ。こんばんは。思いやりがあって、ちょっと昨日やったんだけど、昨日多分おそらく PC でコピペできるから、もう PC 最強みたいになってから、画像認識のが、まあフェアじゃねみたいな、ずっと見てくれた人に思ったんだけど、めんどくさいのはもう俺コメントの方が俺が楽だからコメントしようかな。CP 配布終わりましたなんですか。いやさっきまでやったんだけどもう終わっちゃったんで、君が来た瞬間終わった。試合も終わったしね。画像認識するよりか多分打ち込んだ方が早いね。さすがに。視聴者さんのこと考えてくれてますね。いつも考えてるよ俺は。すいません、いつも考えてないですわ。多分これで今日終わりだよな。これ配信終えた後配信やったらちょっと問題な気がするんだけど、今日これで終わりっすよね多分。知ってる人います？俺もね知らないんですよ実は。本当に終わりか多分終わりだと思うっていう勝手な推測だったんだけど、これやったらさどうなんだろう。明日やること決勝ぐらいじゃん。決勝と3位決定戦の2試合で1時間ぐらいで終わっちゃうからどうなんだろう。これ皆さんやると思いますこの後。運が悪いね。明日 CP 配布どうしようかな。昨日は3試合目でやって今日4試合目でやったんだよ。ワンチャン明日決勝のみとかありましたね。昨日だって俺10時まで配信してたよな。今日めっちゃ早く終わってる。このまま終わるとめっちゃ早く終えてる気分になるわ。なんかたった何時間だ。たった4時間しか配信してねえな今日ってなる。これ配信者になるか。明日の動画やべえんだよな。今日の動画はね結構実は在庫であったんだけど、明日の動画マジで在庫ないからもう終わりや。明日の在庫の動画は俺が近所の神社行って LG 勝つこと祈るか。昨日が長すぎたってのありますね。そうだね。まあ楽しかったよ。ボルトが最後ちょっと絶望しながら終わったけどね。ボルト負けたかってね。今日のサムネ実はさ、ボルが勝つ前提して一応に作ったからさ、実はサムネ結構こっそり書いたんだよね。今から動画撮る配信はなしですか。今日はちょっとね寝て、昨日4時間しか寝てなくて、今日はちょっと8時間寝たいっすね。昨日は4時間しか寝てないっていうのは単純に徹夜明けであんま寝れなかったんだよね体が。今日は多分これぐらい寝ればさすがに8時間寝れると思うから寝たい。昨日そんな長くやったよ。アーカイブ全部見るの分かんないけど、多分昨日の配信で一番面白いところは正直3時間とか4時間ぐらいのなんか配信探しながら昨日ねなんか配信4つ流れてたんだけど、その公式配信が俺1つしか教えてもらってなくて、そのボルトのやるチャンネルが分かんなかったんだよ。だからみんなと一緒に探してたんだけど、一人なんかその公式配信してる人のボビーさんって人がいるんだけど、なんか Google のバグでそのボビーさんじゃない人の配信を
出したかったのにひたすらボビーさんの検索結果が出されるってバグがあって、そこが一番面白かったね。全然ボビーが出てこねえって、どんな検索文字になってもボビーに吸い取られるっていうのがあったわ。今日もうこれで終わりなんですか？多分終わりじゃね？なんか終わりの雰囲気出してなかった。ほら。You are not going to want to miss a single second of it, so make sure you are tuning in back here tomorrow to see. あれ、トゥモローって言ってる。トゥモローって言ってる。だから今日これで終わりっすね、多分。すべてがボビーに収束するからな。試合関係ないじゃん。あれが一番面白かった。あ、ボビー。いや、アンラッキーさんの無双とかは、あれはすごいシーンだって。いや、面白いか、まあ、面白いんだけど、その、一番ファニーだった、滑稽だったのそれだったね。ボビーに収束すんだけどって。ということで、今日世界大会の配信、同時配信やってきましたが、明日もね、明日18日も、1時半から、今日と同じく1時半から始まるんで、CP 配布もあるんでね。ぜひ見に来てください。はい。明日は決勝なんで、特に。俺の優勝予想はおそらく LG なんですけど、皆さんどうでしょうかということでね。今日の動画、ないかもしれないです。なかったとしても、あ、田中、しゃあないねってなってください。まあ、まあ動画のないことなんでいつもなんですけどね。なんか今日以外出してるみたいな言い方ですけど、まあ、いつも出してない時あるんですけど。ということで、配信終えます。おつ